やばいスタートしました。皆さんこんばんは。こんばんは、皆さん。本日は、建築情報学会ミートアップボリューム1初開始さ回にせていただきます。お集まりいただきありがとうございます。イエーイ。まずですね、多分、そうですね、本日の MC を自己紹介ながらさせていただきたいなと思うんですけど、まずじゃあ竹内さんからお願いしていいですか？はい。うん。私の方がですね、積み木製作という会社と、あとユニティジャパンの方で、仕事をさせていただいています。結構ビメとか、あと AR、VR とか、いろんなことを連携させながらですね、なんかいろいろ業界にですね、革新というか、なんか使えるものをっていうのを、作っているような人です。で、一応イベント企画、建築情報学会ではですね、発起人とあとイベント企画、こういう感じのイベントとかをですね、企画しているロールを付与されています。皆さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そうですね、建築情報学会、まだ立ち上げ段階というかですね、本格稼働は4月1日からということで、今現在は発起人の方々とかですね、ボランティアとして皆様にご協力いただいていて、本格稼働に向けて準備を進めている段階なんですね。で、竹内さんにはですね、そのイベント企画とか、こういったミートアップやった方がいいんじゃないのとか、いろんなアイディアをいただいてですね、手伝っていただいておりますという形です。はい。はい。そして、じゃあ、私は夏木瑠璃と申します。何でもやっぽい非エンジニアフリーランスということでですね、エンジニアでもなく、イベント屋なのか、CG なのか、建築なのかとか、よくわからない領域にいるんですけれども、ちょっといろいろ、なんだろう、他業界の横断的にやっている人間でして、建築情報学会の事務局を担当させていただいております。ちょっと珍しい、前に出る事務局っていうふうに、竹仙さんからは呼ばれているんですけれども、今日は、僭越ながら MC を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい。お願いします。はい。それでは、今日のお願い事項をまず、共有したいと思います。情報発信にご協力お願いいたします。ツイッター等のハッシュタグはですね、ハッシュタグ、建築情報学会。ちょっと一つ、二つ、一つ二つ、いろいろハッシュタグが、乱立してしまっているのでですね、今回は建築情報学会にまとめたいと思います。で、質問、感想、スクショなど、ツイッターにぜひぜひ、どしどし、まとめて投稿いただければなと思います。後日多分、竹仙さんとかがですね、建築情報学会チャンネルとかと同じようにですね、いろんなトゥゲッターとかでまとめてくれるかなと思っています。はい。で、登壇者の方からですね、一応スクショ NG とかがもしありましたら、そちらの方だけご協力をお願いいたします。そして、本会終了後ですね、懇親会として、ディスコードを建築情報学会では運用し始めているんですけれども、そちらにてアフタートークみたいなことができたらなと思っているので、ぜひご参加をお願いいたします。こちらディスコードの参加については、最後の方にですね、QR コードとかを用意してますので、ぜひぜひその際にご参加いただければなと思います。よろしくお願いします。お願いします。ぜひ、懇親会も皆さん来てください。ミートアップなんで、みんなと話すっていうのがかなり楽しいので。そうですね、ぜひぜはい。ひここで新たな仲間とかですね、ここから本格稼働するときに、どんな人いるんだみたいなところをね、探していただければなと思います。はい。で、アイスブレイクのためにですね、ちょっとニックネームとか、普段何やってるのかみたいなところとかも、皆さんにちょっとどんなメンバーがいるのかなっていうのをオンラインでなかなかしにくかったりするので、ツイッターか YouTube のコメントにですね、1番がニックネーム、2番が普段何をやっているか、3番が私的建築情報学っていうので、中の部分は書かなくて大丈夫なので、1番、2番、3番みたいな形でですね、ぜひぜひ、コメントいただけると、ちょっとブレイクに後々アイスブレイクを用意しているので、その際にですね、ご紹介していけたらなと思っています。ハッシュタグを忘れずにお願いしはい。ます。我々がピックして紹介しますので、ぜひぜひ、あの、同志というか仲間を見つけるためにも、ぜひこの機会をご利用ください。
はい、お願いしはい。ます。で、本日の、タイムテーブルになります。もう早速押してますね。この後ですね、角田さんの方からメインセッション、やっていただいて、その後アイスブレイク、ここで皆様からのツイッターだとか、自己紹介を、ピックさせていただいて、その後メインセッション2つやって、その後、休憩で LT 行って、あとは次回予告だったりとか、懇親会への、誘導をさせていただきます。では、早速ですね、メインセッションの方に移らさせていただきたいと思います。では、角はい。田さん、画面の方と画面共有の方、よろしくお願いいたします。はい、今回メインセッションで登壇いただうん。くのは角田大輔さんで、建築情報学会の理はい。事を担当されています。ではよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。声ってブツブツ切れてないですか？大丈夫大ですか？丈夫です。大丈夫です。最近よくそのトラブルが多くて。大丈夫です。これが邪魔。はい。それでは、あんまりメインというつもりもないんですが、今日、いよいよというか、これから建築情報学会が、4月から正式に、始まるんですけども、それにあたっての、学会が目指しているところの雰囲気だとか、どんなことを考えているかみたいなところの、今の現状、検討していることなんかを、共有しながら、4月の、スタートにつなげていきたいなと、思っています。で、一応なんか建築情報学会 Now っていうテーマでっていう話もあったので、こんなところをちょっと話していこうかなと思います。それで、先ほどもちょっとあったんですけども、今皆さんどんなことしているかとか、プロフィールとか、そういったところを共有してほしいという話があったんですけども、この後ちょっと学会でどんなことやっていくかみたいなところの話に、つなげていくために、僕自身の、今 Now 以前の話として、ちょっと自己紹介的なことを、話させてもらおうかなと思ってます。で、今、日建設計の、DDL というところにいまして、今回、建築情報学会の理事も務めさせていただいております。で、ツイッターだとこの黄色いアイコンになってます。それで、ちょっと、どんな経歴であるかっていうのを、意外と、話してきてなかったりするのもあるので、ちょっとこの辺共有しながら、どういう経緯で今のところにたどり着いたかみたいなことをちょっと紹介していきます。で僕はもともと建築系っていうか、建築の、建築学科で、広報の研究室で、大学院生活までいました。で、2002年に、東京理科大学、を、修了しまして、その後日建設計に入りました。で、その時は、なかなか本腰入れて勉強してなかった、今日登壇いただく方々とかに比べると全然勉強してなかったり、あんまりいろんなことやってませんでした。で、設計に興味が持てなくて、ビジュアルを作る、仕事の方に興味を、持ち始めました。それで、日経設計のプレゼンテーション室というところに、2002年から2010年まで、いて、こういうビジュアルの仕事を、腐るほど作ってきました。で、大体200プロジェクト以上多分関わったと思うんですけども、その中でいろんな設計者とか、建築の考え方を、大学の時にはそこまで、ちゃんと勉強してこなかったけども、実際のプロジェクトの中で、いろんな設計のメンバーだとか、そういう人から、いろんなことを教えてもらったかなというふうに思ってます。で、そんな中で、実はちょっと寄り道しました。で、山口情報芸術センターというところで、なんか一緒に作品を作ってみないという、ことのお誘いを、受けました。で、皆さんもご存知かとも思いますが、池田良二さんっていう、メディアアーティスト、今世界中で、ものすごく有名ですけども、その池田良二さんの、作品作りに、関わらせていただく、機会を、いただきました。で、この辺は、松川翔平さんの紹介を受けて、松川翔平さんと一緒に、池田良二さんの作品作りっていうのに関わる、ことになって、ここから、いろんな、チャンスというか可能性が広がったかなと僕自身も思ってます。で、こういう2つの作品作りに、関わらせていただいて、で、このデータマトリックスとか、データマティックスとかっていう作品は、
そのデータを使って、コーディングしながら、その映像を作っていくっていうプロセスを、その時初めて知って、その時必死に、なんか現地に行って覚えながら、やってったというようなことを、していました。で、そうする中で、見えないものを見えるようにすることへの興味ということを、持ち始めて、ました。で、これ、有名なものですけども、これ何年ぐらいかな、2008年とか9年ぐらいだと思うんですけども、世界、これヨーロッパの、左はヨーロッパの地図で、右は日本の地図ですね。で、この点が何を表しているかっていうと、そのツイッターの、UI の中で、どんな言語設定で使っているかっていうことをプロットしたものになってます。で、今までは、その言語領域みたいなのって、国でどういう言語を喋ってるかっていうところまでしか把握できてなかったんですけども、このツイッターみたいなもので、そういう言語を使ってるかっていうのがダイレクトに分かるようになったので、それをプロットしてみた結果、どこにどういう本当の境界線があるかみたいなことが、初めて分かってきたっていう意味で、これを最初見たときに、とても興奮した、覚えがあります。で、こういったように、今まで見えなかったことを見えるようにするっていうことに対して、データだとか、そういったところを、どう扱っていくかみたいなことにものすごく興味を持ちました。で、そういったものを、日経の中の仕事とかでも、やり始めて、この辺は当時、プロセッシングを、使って、なんかビジュアライズするみたいなことを、2005年ぐらいですかね、からなんかやり始めたような感じですね。で、それで、そういったものを使うことによって、なんかいろんなデザインをしてきたかなと思ってます。で、この辺は、実際設計のデザインをしてるわけ、展示のデザインをしてるわけなんですけども、その展示自体で、その方法自体を展示するようなことをしていて、ここでは方法のデザインということを、してきました。で、どういうデザインプロセスで、どういう過程で、そのデザインしてくるかってきたかっていうことの、その意思決定をどういうふうにしてきたかっていうことが、分かるようにするような、方法を取ってきたのが、こういう、ここでやってきた、ことになります。で、ちょっと動画は長いのであれなんですけども、実際展示する、ものとかを投票、プロセスを入れて、投票が多いものを展示していくだとか、それに応じて展示の、そのディスプレイを大きくするとかしないとか、そういうことを、決めて、その場所とかそのサイズに、意味を持たせようとしたようなことを、やってきました。で、またちょっと全然違うんですけども、これ全然仕事の話と別でプライベートでやってたやつなんですけども、その30代ぐらいの時に、その家つくっていう、個人活動というか、チームでの活動を、社外のものとしてやってたんですけども、そこの中で、なんかコミュニティ、コミュニケーションのデザインとか、コミュニティデザインみたいなことを、してきて、周りの人だとか、そういう人の関わり方みたいなことにどういうふうにアプローチしていいかということを、デザインしたり、していました。で、その次は、実際にいろいろ考えていくと、仕組み自体に、興味を持ち始めて、仕組みのデザインというところに、これはトライしました。実際に、今皆さんとかもそうだと思うんですけども、いろんなものがその引用したり、それを参考にしたりするリファレンスとして使うみたいなことがある中で、こういうクリエイティブの活動、創作活動みたいなことがどこまでできているのかみたいなところが、課題としてあるのかなというところがあって、こういう、引用する、デザインみたいなことを、仕組みとして、作るようなことをしてきました。この辺は、実際 Web アプリケーションを使って、その親になる、デザインと子になるデザインが、どれぐらい似ているかとか、どういうふうに引用されてきたかっていうのが、取れるようなバージョンコントロールによるデザインのあり方みたいなのを仕組みとして、作ってきました。で、そうすることによって、評価の仕方だとか、そのデザインのやり方みたいなことが、今までと同じようなやり方でいいのかみたいなことを、考えてきたのが、ここでやってきたことになります。で、こうした過程の中で、その情報のデザインだとか、仕組みのデザイン。で、僕の中では、その仕組み自体を、アーキテクチャと見てたりするんですけども、そういう、ところでの、アーキテクチャに、非常に興味を持ちながら、その情報をどう関わっていくかということに、いろんなことで取り組んできております。で、実際に、その、
その情報の、発信者と受け取り者っていう、2人がいたときに、そこの間でどういう情報がどういうふうにやり取りされているかっていうことが、ものすごく重要になるかなと。で、実際にその情報がどういうふうに扱うべきかとか、その情報の記法だとか、そういったことっていうのは、実は一人の中でやっている限りは、多分問題として発生してこないんですね。で、そのものは、多分人がコンピューターとコミュニケーションを取るとか、人とコミュニケーションを取るとか、いろんなものとのコミュニケーションの間で、どういうふうにそれを振る舞う、それをどういうふうに取ればいいかというところが重要になるので、基本的には一人での話ではなくて、基本的には1対1、1対2、での関係の中でコミュニケーションをどう考えていくかということが、ものすごく重要な話かなというふうに思っています。なので、コミュニケーションというのが、非常に重要なキーワードになってくるのかなというふうにも、個人的には思っています。で、その辺をまとめた文章が、すごいいい文章があったので、ちょっと引用させてもらいます。で、必要のない情報に形を与えるデザインを始めたら、対話がその形の原型であることが分かったと。で、対話にはその話者たちが、共に、作り出す形があったと。その対話の形をよく見ていくと、今度はつながることでできていく価値の創生が、対話の役割であることに気づかされたと。すると突然、社会が目の前に現れたと。この辺の話の中に、その情報だとか建築情報みたいな話があって、で、それを学会として立ち上げて、で、学会によることによる価値が生まれて、で、それが社会と接続されていくみたいな、今まさに、学会の中でやろうとしているようなことが、この文章の中に入っているなということがあって、ちょっと引用させて、いただきました。で、それで、建築情報学会になうということで、建築情報学会の、話になっていくわけなんですけれども、今、4月からの、オープンというか、スタートに向けて、いろんな準備が、せわしなく動いています。で、基本的には今、建築情報学会の中では、3つの柱として、主たるものとして3つの柱をベースに、今、いろんな、検討が、行われています。で、3つというのは、その一番上の学術活動を、深めるというところで、この辺は学術論文を、どういうふうに、やっていくか、運営していくかということを、今、学術活動の、委員会も立ち上がってまして、それの準備に、急いで、かかっております。で、2つ目は、育てるということで、育成活動の話になります。で、ここは、ラーニングメニューだとか、ワークショップだとか、サマースクールっていうのが、その中でも重要な3つのキーワードになって、この辺も育成活動の、委員会のメンバーの方々が、今、その4月からのものに向けて、準備を、整理進めているような、段階になります。で、3つ目が、つなげるということで、交流活動になります。で、私が今ここの担当を、させていただいてまして、いろんな、すでに行っている建築情報学会チャンネルの、ものであったりとか、今日行っている、ミートアップのイベントだとか、そういったところの、ものによって、交流活動を、深めていこうということを考えています。で、具体的には、交流の目的として、建築情報学に関わるその知識とか、技術とか、ビジネス的なその側面が、多面的に、関わりを持たせられる場を作りたいなというふうに、委員会のメンバーの方々と話しています。で、学会のとても重要なエンジンになりますので、学会を、活性化する機能としての役目を、ちゃんと担っていこうという、意識を持っております。で、交流の活動の方針としては、その人と人が、多層的なネットワークを構築して、学会に参加することによって、より多くの人脈を作れるような、場になるといいなというふうに、思っています。ですので、
こういう知識とかは論文になってたりとか、技術は、教育によって、いろんな方に伝わっていったりだとか、ビジネスの側面を、やっていくことによって、新しい領域開拓みたいな話が、していくんですけども、やはりその中心にあるのは、人であるだろうということが、交流の、ところでの、メインフォーカスになります。ですので、人にどういうふうにフォーカスを当てていけばいいかということで、オンラインプロフィールみたいなものを、充実させていきたいなというふうに、思っています。で、そこの中で、どういう仕事をしているかとか、どういうことに興味があるかとか、どういうスキルを持っているかとか、そういったところの、ものが、うまく、いろんな人に伝わっていくと、いいなということを、目指して今準備を、進めております。なので、実際に、暗黙知ではなくて形式知をどうやって作っていくかみたいな話が、非常にいろんなところで頻繁に行われてたりするわけなんですけども、実はその形式知も大事なんだけど、暗黙知も大事だよねというところが、あります。で、実際にはその文字とか、絵だけでは伝わらない面白さっていうのが、おそらく皆さんの中にもあって、ツイッターだったらツイッターで、そこの中に、140文字の中に、その文章をまとめて伝えるっていうところにも、重要な側面はあるんですけども、そういうちゃんとした言葉だったり、ちゃんとした絵の中に収めきれないようなことって、ものすごくいっぱいあるんですね。あると思うんですね。なので、そういったものが実は暗黙知みたいなところの中に、いろいろ眠ってたりするのかなというふうに思います。なので、ツイッターとかフェイスブックの中で写真だったりとか、テキストだったりみたいなところに、いろいろその思いを圧縮して、濃縮して伝えるみたいなこともあるんですけども、最近、出てきてちょっと流行ってたクラブハウスとかの面白さは、そういったところにあるのかなというふうに個人的に思っています。なので、緩やかな話とか、ちょっとした話をみんなで共有していく、ことみたいなのが、実は非常に重要で、その人のキャラクターだったりとか、そういった人にから、技術とか、そういった情報が伝達されていくっていう意味で、いろんな人を知っていくっていう機会は、とても大事かなというふうに、思っています。で、そうするために、その情報発信をやっぱり積極的にしていかなければいけないなということで、我々のその委員会の方で、情報発信も、積極的に行っていこうかなと思います。で、あとはそのシェールレクチャーみたいなもので、ミートアップの、イベントだとか、LT の今日やってるようなものだとか、そのいろんな人をマッチングしていくような機会だとか、そういったことを機能として、充実させていこうと思っています。なので、今日行っているものも、頻繁に1ヶ月に1回、2ヶ月に1回ぐらいやっていくような、予定と、しております。で、そうすることによって、建築情報学会と建築情報みたいなものが、例えば皆さんの中にある程度型として、イメージとして、決められているようなものが、実は何かしら固定概念としてできつつあるようなところもあると思うんですね。だけども、その枠を広げていくのは、多分皆さんとかいろんな人たちが持っている技術とか面白さみたいなのを、どんどんいろんな人に伝えていくことによって、この枠がどんどん外に広がっていくのかなと。なので、こういう面白い人たちを積極的に、皆さんのところに周知したり、自分を宣伝していくことによって、この枠が広がっていって、で最終的には、いろんな、この後登壇してもらう、中西さんとかが言ってるセリフですけども、こういうモンスターみたいな人を、どんどん発掘していって、その建築情報学会、建築情報学が、こういう枠に狭められたものではなくて、その広がっていく、ことの、エンジンになっていくのが、それぞれ一人一人の、アイデンティティというか、面白さだったりとか、みたいなことによって、広がっていくといいなというふうに、思ってます。ですので、皆さん一人一人がどんどん引き立って浮き立っていくことによって可能性を広げていく、ことになるかなと思いますので、先ほどあったようなツイッターでどんどんプロフィールとか何やってるみたいなことを、教えていって、共有していっていただけると、面白くなるんじゃないかなというふうに、思ってます。で、最後に4月から本格稼働しますが、今もうすでに、学会員の募集と、参助会員の入会を、積極的に、募集しておりますので、
今、どんどん面白い、活動とかがどんどんこれから進んでいきますので、ぜひ積極的に、ご参加、入会いただけると、これからの、活動に、遅れることなく参加できるかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、以上になります。はい、ありがとうございます。とてもなんか人にフォーカスしたっていうのがやっぱいいですよね。そしてモンスター。そうですね、モンぜスターっていひぜひ。う言葉がすごく響きましたね。そうですね。コメントでも、次モンスタの人がーって言われて。モンスターが次の人の時にぜひぜこのひモンスター後の、も。この後出てくる皆さんは、まあ、モンスターなんじゃないかなと思いますので。そうですね、確かに今日お呼びしている中にもその書籍発売日の前に勉強会を主催してくださった学生の方々とかもお呼びしているので、もうここはもう絶対モンスターだろうなっていう感じはすごいあるんですけれど。なんか、一応アイスブレイクの前にですね、皆さんにその自己紹介をぜひぜひ YouTube もそうですけど、Twitter の方でも募集しているんですが、まだまだ皆さんあんまりご投稿いただいてないようなので、竹内さん、スライドをもう一はい、再度。回アップしていただけますか？したぜひですね、ニックネームと、普段何をしているのかとですね、あと、私的建築情報学っていうのをですね、ぜひぜひツイートしていただけたらな、ここからでもちょっともしかしたらモンスターを発見できるかもしれないですね。ちなみになんか竹内さんはどうですか？ご自身がモンスターになるとしたらどんなそう分野、ですね。普段何されてる？はい。そうですね。まあ、モンスターになれるかわからないんですが、まあ、つなげるってことは多分すごくできるのかなと思いおー、ます。今、私自身がですね、まあ、ゲームエンジンの、会社にも在籍しているので、はい。まあ、いろんなものをつなぐ。で、それをこうデジタル化するっていうところは、すごく強みであり、なんだろうな、こう、皆さんが今やりたいデジタルツインとか、うんうん。あとはまあ、豊田さんがお話しされているコモングラウンドとか、そういうところにすごいつながってきているので、ぜひ、なんかこう、むしろこう、なんていうかな、使ってほしいというか、私をうまく使ってほしいっていう思いが強いですね。うんうんうん。そのでもために、学会全体そうですね。的にそんな感じですよね。やっぱ学会を通していろんな方に活躍してもらったりだとか、いろんな方々をフューチャーしていきたいなっていうところではありますので、ぜひぜひ皆さんに利用していただきたい。なんかこう、言葉だったり、なんかこう、なんだろう、その写真だったり、なんかプレゼンテーションの資料だけ見てると、なんか同じように見えるけど、実は話し口だったりとか、ちょっとした説明の違いとかで、なんかこう、実はちょっと違う観点だったとか、はい。みたいなことってやっぱ結構いっぱいあると思うので、まあそういう意味で、なんかこう、人からそれをちゃんと聞いてみるっていう機会を、まあうまくこの学会の活動の中で、なんかそういういろんな人の、まあ、話し口とか、なんかそういうのがいろんな形で出ていくといいなと思ってますので、そのためにはまずはみんなどんどんどんなことやってるかとか、そういうのを積極的に出していってほしいなと思ってます。あれですよね、こういう業界にこういて、先進的なことをやられてる方々ってかなり孤独な人が多いと思うので、そうですこね。いや、本当自分たそうですよね。ちがこう発信してもこうなかなか理解されなかったりとか、うんうん。こういうことをしてるのになんでみたいなことが多々あると思うので、今この建築情報学会に在籍している人たちは、それぞれのこうプロフェッショナルというか、こう何かを突き詰めている人たちがたくさんいるので、その中の人たちとこう交流して、こう何かイノベーションというか、が起こり得る状況が今始まろうとしている。なので、ぜひ、こう、億劫にならないで飛び込んでみて、こう、関わってみるってことがすごく大事なのかなと。結構こう、シャイな人が多いので、建築は。なんかまあ、孤独という意味では、なんかこう自分たちがやってる仕事、だから僕とかがやってるような仕事での、なんかこう評価だとか、その比較みたいなのって、実は結構難しくて、他の人が同じようなことをどういうふうにやってるかみたいなことを、なんかこう、なんだろうな、比
批評し合うというか、比べてみるみたいなとかっていうことが、実は今まで結構難しくて、多分そこの中ではやってるんでしょうけど、今までできてこない、なかなかその環境がなく難しかったかなと。その辺も課題認識として、今関わっている方々の中にもやっぱあるので、多分あんまり大っぴらにもできないとこあるから、学会の中とかの環境の中で、そういうものの、失敗事例だとか、そういったものをなんかこう共有しながら、そのボトムアップしていくというか、なんか技術を上げていくみたいなことも、どんどん学会の中でやっていきたいなというふうにも話しているので、なんか同じような仕事とか、なんかそういう領域のことをやっているようであれば、ぜひ入ってもらうといいかなと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。ちょうど時間になったので、ちょっとまた皆さんの自己紹介とかがちょっと溜まってきたらにしようかなと思って、まだ全然皆さん、あまりなんか2件、3件ぐらいしかご投稿いただいてないので、ぜひぜひお願いしますという形で、次のセッションにとりあえずは進みたいと思います。はい、それではですね、次は、こちらも建築情報学会の理事を務められていらっしゃる、中西康人先生にお願いしたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。では、これ今、スライド共有されてますでしょうか。はい、大丈夫です。はい。じゃあ、始めたいと思います。今日のタイトルはですね、初めてお話した建築家は磯崎新さんだったと、いうタイトルなんですけども、建築情報学です。ね、さっき竹内さんの方から、なんかこう、勇気を持って飛び込めみたいな話があったんですけど、なんかこう、無理やり突き落とされたみたいな話をしていきたいと思います。で、僕はもともと機械工学科で勉強してたんですね。なので、卒論は全然建築とかじゃなくてですね、歩行ロボットとかを作ってました。で、大学院で月尾義雄先生っていう先生の、研究室で移るんですけども、そこで完成情報処理っていういうものを使ってですね、それを設計に応用するみたいな、だいぶ遺伝的アルゴリズムとか遺伝的プログラミングっていうのを使った、もっと情報寄りの、研究をしてたんですけども、ある日いきなりですね、月尾先生に、ちょっとお前来いと言われて、磯崎さんのとこに行くから、お前も一緒に来いと、言われてですね、あんまり要件は伝えられず、とりあえず来いと、言われて行ったらですね、この ICC の、オープニング企画展というものが1998年にありました。これはちょうどインターネットがですね、結構普及し始めた時代だと思うんですけども、それまでなんか都市計画というものを作る方法ですよね。方法を、何種類か、パラレルに展示をして、そのインターネット、さっきコミュニケーションみたいな話が、角野さんの方からありましたけども、コミュニケーションというものをテーマにしつつ、新しい都市の作り方みたいなものを実験しようというような、展覧会が行われたんですね。で、その当時僕もちゃんとよく知らなかったんですけども、月尾先生と磯崎新さんっていうのですね、この1970年の大阪万博の、お祭り広場の、中でですね、これいっぱいライトとかスピーカーとか、いろんなこういう入力機器とともにですね、なんかロボットが、ちょっと置いてあったりするんですけども、こういうふうにはいろんなディスプレイが、動的に動く空間というものをコンピューターで制御するというような試みを、このお二人が、やられてた。そういう丹下県の兄弟弟子みたいな、関係だったんですね。で、とにかく、全然建築の勉強ちゃんとしてなかったんで、2週間ぐらいひたすら、工学部の建築の図書館にこもってですね、なんかこういうこと考えたいんだけど、なんかやれみたいな感じで、とにかく、自分でアイデアを出して、やらなければいけないというような、状況に追い込まれてしまったというか、無理やりこの建築情報学みたいなものに、
関わることに、なってしまったというのが一番最初のスタートですね。さっき豊田さんの、コメントで、角田さんはいきなり入り口が、池田良二さんだったのかというつぶやきがありましたけども、僕の入り口はそういう意味で磯崎新さんだったということになります。で、そうやってですね、この ICC という美術館に、いろいろ関わっていくんですけども、ここでですね、ICC っていう美術館に没入型ディスプレイと呼ばれる、バーチャルリアリティを体験するための、ディスプレイといいますか、部屋みたいなものが、設置されていました。今だったら皆さん普通にクエストとか買ってですね、VR を体験されるわけですけども、この当時ヘッドマウンテッドディスプレイは一般的ではなくてですね、この部屋の、4畳半ぐらいの部屋の奥にスクリーンが前と右と横と下ですね、4面スクリーンがあって、青赤の、メガネをかけて、立体映像を見ると。そういうような、仮想現実体験装置がありました。当時日本に3台しかありませんでしたね。NTT の横須賀の研究所と ICC と、岐阜のソフトピアジャパンというところにあったんですが、内容、プログラミングする内容としてはほとんど OpenGL なんですけども、この警部用のライブラリーを、使ってプログラミングする人が、そんなにいなかった、っていうのもあってですね、ICC の人に、中西君なんか警部使ってね、なんかやってくれてもいいよみたいな、使わせてあげるよみたいなことなんかしれって言われてですね、大体値段で言うと、2億円とか3億円ぐらいするような装置を、さらっと使っていいよみたいなことを言われて、何か自分でまたアイデアを出してですね、この警部を使って、なんとなくイメージとしては図書館の奥にある、秘密の部屋みたいなイメージ、なんかぶっといインターネットにつながって、データベースにつながってる、秘密の部屋みたいな、そんなイメージを持って、ちょっと身体的にですね、検索するシステム、空間的に検索するようなシステムを、作りました。当時普通だったらブラウザを使って、情報って検索するものなんだっていうふうに、なり始めてた時代なんですけども、それ端末的な検索と、本屋さん、図書館で行うような検索ですね、なんかインテグレートする。そんなことを考えて、この警部、プロシステムを作ったんですけども、この時にですね、やっぱりいきなり、プログラミングをリアルワールドのさっきのディスプレイの中でやるんじゃなくて、シミュレーターを使って、やるんですけども、シミュレーターを使って、やっては実機で動かす。シミュレーターを使って、またシミュレーターに戻るみたいなことをやりながらですね、その情報っていうものが身体的な空間に現れた瞬間にですね、やっぱり例えば、この手より大きいのかちっちゃいのかとか、その情報が足元にあるのと胸元にあるのと目の前にあるのとか、何かこの薄っぺらいアイコンにちょっとした、厚みがあって、それはどれぐらいの厚みがあるのかどうかとか、なんかそんな、ことがですね、いろんな意味を人間にもたらすんだと、いうことに、気づいたんですね。だからこういうことってすごく面白いなと、思い始めて、この後もですね、いろんなシステムを作るようになりました。今だったらAR のシステムを作るってなるとですね、本当にUnity と Quest で、作るんだと思うんですけども、この当時は、プロジェクターを使って、手指トラッキングをカメラでしながら、テーブルとか、大きな、ディスプレイに映ってる映像をつかめるとか、歪められるみたいな、そういうようなシステムを作ってたんですけども、その時にやっぱり片手で使うものと両手で使うものは何が違うんだとかですね、同じような操作をするというか、これ右側のシステムは動画を編集している、システムの映像なんですけども、例えばこのマウスを使ってやるのと、片手を使ってやるのはどう違うのかとか、両指でやるのはどんなことに意味があるのかとか、腕をガバッと広げてやることには、意味があるのかないのかとか、そんなことを考えながら、いろんなシステムを作るようになりました。
で、まあ街中に大きなスクリーンを、敷いてですね、いろんな人が、地図上の情報を一緒にああだこうだ言いながら見るというようなシステムを作ったり、なんかこうカフェの一角のテーブルがですね、全部ディスプレイになってる、そんなバーを作ってみたり、美術館で、展示するような作品ですね。この右側2つは、小説家の平野啓一郎さんと一緒に作った作品だったりするんですけども、まあそういうのを、作ったりしていました。で、まあ最初の頃はですね、こういう大きなスクリーンのシステムを作るときにですね、この左下にあるような、なんか模型を作って、まあ、簡単なシミュレーションしながら、作ってたんですけども、やっぱそれだと、大きなワンスクリーンの、システムを作れるんですけども、なんかいっぱいディスプレイがあるような、環境を作ることができないので、まあ、2007年ぐらい、まだ Unity が、残念ながらない時代だったりするんですけども、JMonkey エンジンっていう Java ベースの、まあ、ゲームエンジンを使ってですね、そこにスケッチアップの、モデルを並べた上で、まあ、仮想のディスプレイとか仮想のプロジェクターにプロセッシングの画面を、まあ、無理やりマイフレームとテクスチャーマッピングして、このゲームエンジンの中に、表示できるようにするというような、ものを作ったんですね。まあ、そうすると、美術館に行く前に、だいたい複数人の人がこういう場所に行って、複数のディスプレイが立って、その中でも仮想のセンサーが動いているというような環境を、まあ、ゲームエンジンの中で動かしながら作るというようなことを、まあ、やってました。まあ、こういうのも作れるようになったんで、本当に世界中の、いろんな場所に行かずとも、スケッチアップからですね、データをダウンロードして、ディズニーのコンサートホールとか、まあ、東京駅に、プロジェクションマッピングをしてみたり、なんか草原の中に、ディスプレイを置いてインスタレーションみたいなのをしてみたり、謎のオブジェクトが動きまくるようなものにテクスチャーマッピングをしたら、こんな風に見えるなんか作品を作れるんだというようなことを、まあ、シミュレーションしながら、作るというような、研究をしていました。で、まあ、こういうのも作るときも、仮想ワールドでシミュレーションするだけじゃなくて、模型も作ってから、行ったり来たりすると、リアルワールドに出るときに、いろんなパラメータが分かってたりして、インストールしやすいですよというような、まあ、そういうような研究をしてたんですね。で、まあ、改めて、まあ、こういう研究をしてみてですね、この磯崎新さんと月代先生のこの大阪万博の祭り広場を振り返ってみると、まあ、対して、先生がやったことから大きな進歩してないなって、よくしみじみ思うんですけれども、まあ、これがその、お祭り広場の、システムアーキテクチャですね。まあ、いろんなディスプレイがあって、それを制御するコンピューターと、メインの制御装置があって、このイベント空間分布とか、イベント時間分布っていうのがこう下の方に書いてあると思うんですけども、まあ、この空間の中でどんなイベントをどうやって管理するかというようなことですね、考えながら、いろんな、コンテンツを動的に入れ替えることができる。まあそういう柔軟な、環境を作り出そうとしていたのが、この万博のお祭り広場だったわけですけども、まあそれを単に、いろんな場所で、こじんまりとできるようにしているというようなことが、これまで僕がやってきたようなことなのかなと、思ったりもしつつですね。まあ、さらに、この古い歴史を紐解いてみると、すごく、びっくりしたことがありまして、これ1972年、まだ僕も、2歳ぐらいの、頃の建築文化っていう雑誌なんですけども、情報空間っていう特集号が、組まれてたんですね。で、まあ、ここでポストユニバーシティパックって名付けられてますけども、後にコンピューターエディットシティっていうふうに名付けられる、何かこう、新しい未来都市の提案がなされていたりするんですけども、まあ、これはこれで非常に、面白い。なんかこう、砂漠の上にですね、全く更地の上に新しい都市を、作り出そうとすると、どんなコンポーネントが、あり得るのかということが、もうすごく緻密に、記述されてたりするんですけども、
そういうこうメインのですね、お話とは別に、この左側のこう謎の小ネタ集みたいなのが、いっぱいあってですね、それがちょっと、僕にとっては衝撃だった、ものなんですけども、これ今、新しい画面共有になってますかね。これは多分、当時、もっとこう、建築文化ですから、本当に建物のことしか、建築のことしか、紹介されてない雑誌の中で、ひたすら、なんか情報に関係しそうな、何かみたいなのが、延々と紹介されてるんですよね。で、例えば顕微鏡だ、情報と空間なんですかね。コンパス。コンパスはなぜ情報空間なのか。みたいなことですね。こうやってスケール順に、延々と並べられてるんですよね。で、これだったらなんか本当に今だったら普通に DTP ソフトを使ってやると思うんですけども、1972年ですから、こういうの DTP ソフトがない時代に、こういう雑誌のようなスタイルで、情報と空間にまつわる、なんかこう、なんて言うんですかね。建築とは関係ないんだけれども、もしかしたら情報と空間というものに関係ありそうなのもひたすら、スケール順に列挙されてるんですね。なので、僕は自分でもいろんなことやってるなって、なんか人に説明しづらいことやってるな。さっき建築情報学をやってる人は孤独だみたいな話をしたありましたけども、なんかうまいこと説明することできないなと思ったんですけど、この雑誌を、見たときですね、何をお前ちっちゃいことで悩んでるんだと。俺らこんなに、カオスなことを、考えて、延々と情報と空間はどんな関係があるんだろうみたいなことを延々と、考えてるんだぞみたいなことを言われたような気がしてですね、先生に久しぶりに会った時にこの雑誌のことを、驚いて読みましたという話をしたら、いやー、この雑誌はね、あれは全然、1ミリも、受けなくて、本当にスルーされたんだみたいな、建築界から全く相手にされなかったんだみたいなことを、言われたんですけども、でもこれ実際にですね、今振り返ると、そう、建築情報学会のなんかこう、ネタになるんじゃないかなと、思ってたりしていまして、なんかいつかですね、この特集号を、ネタにした、なんかこう、ミートアップみたいなものが、できたらいいななんて、思ったりしているところです。で、今日のお話はですね、初めてお話した建築家、磯崎新さんだと、でしたというお話をしましたけども、まさに、今でもいろんな形で、建築と情報の、関係のあり方を模索されている、本当に大御所だと思うんですが、そんな人に、出会えて非常に幸運な、入り口だったなと思いつつですね、この、磯崎さんと月尾先生の時代っていうのは、メインフレームコンピューターっていうものに、非常に、大きな可能性を見出した時代に、考えられた建築と情報のあり方。で、この開始点というものは、建築と、インターネットですよね。インターネットというものがどういう関係にあるのかと、いうような問いを立てて、行われた活動だったと思うんですけども、今でしたらですね、また、建築と、ほにゃららという、そのほにゃららですね、インターネットでもなく、メインフレームでもなく、いろんな要素技術が、いろんな形で、組み合わさっていくんだろうなと思って、この建築情報学会ですね、先ほど角田さんがおっしゃってたように、いろんなモンスターが、現れる、場所になるなと、なるといいなと思っているところです。はい。じゃあ、僕からの、話をこれで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
いやーなんかプレゼンの見ててモナリザのビニョーンというのとかがすごい自分がちょっと若干ハプティクスだとかそのアバターとかもそうですけどそういう系統にお仕事してたこともあるのですごい面白かったです。あれはありがとうございます。ね、あれ竹内さんいらっしゃいますか？あ、いますよ。ありがとうございます。ありなんがとうございます。かすごい孤独というワードがかなり走っていて発言した責任者としてすごいドキドキしていました。でも実際やっぱ領域横断とかを私もやっていると、なんでしょうね、どこに出していいのかもわからないし、理解されないしっていうのはやっぱうん多いなっていうのはすごい思いますね。ななんので、かモンスター、はい。建築情報学会はそういうことを悩まずですね、なんかこう、ちょっと思いつきでやってみたみたいなことを、共有できる場所であってもいいなというふうには、個人的には思ってるので、すごく学会発表的な場もあれば、今日みたいにこう、ライトニングトーク的な場もあると、いいのかなというふうに個人的には思っています。はい、ありがとうございます。実際ね、皆さんもね、LT とか、このミートアップとかだけでもなくてですね、今後いろんな、イベントとかも、交流の方法とかも模索していきたいなと思っているので、ぜひご参加いただければなと思います。はい。それでは、次のセッションに参りますかね。はい。はい。次のセッションは、建築情報学会へっていう書籍がですね、建築情報学会の方で監修したものがあるんですけれども、そちらの発売前になんと勉強会がまず立ち上がったっていうところのですね、学生たちの熱い行動力とすごいパッションがあったので、この勉強会についてですね、ちょっと取り組みやその他経緯みたいなところですね、ご紹介いただければなと思います。はい、それでは、南さんが最初ですかね。ですね、はい、皆さん書籍多分読まれたりとか、途中で挫折してしまった社会人の方、多分たくさんいらっしゃると思うんですが、このこれからですね、発表される学生たちのですね、取り組みっていうのが、すごい、こう、ドキュメントとしてですね、なんかこう、すごいなって多分皆さんなると思うので、温かい目というか、学生の力ってこんなにすごいんだっていうのを感じてもらえればと思います。じゃあ、夏木さん、すいません。振りをお願いします。それでは、南さんと池本さん、よろしくお願いします。まず南さんですかね。はい、南です。じゃあ画面共有します。はい、よろしくお願いします。画面見えてますかね。はい、見えております。はい、それでは始めさせていただきます。今回、建築情報学への、学生勉強会の、運営から、南と池本から、学生だって建築情報学会を盛り上げたいの巻ということで、発表させていただきたいと思います。まず自己紹介からなんですけれども、私、南祐樹と申します。で現在、東大の、建築学科の、千葉学先生の衣装系のところに、いる学部生なんですけれども、来年からも、同じ研究室で、その衣装系の研究室に進みつつ、その建築情報学的なそのものをどうやってその設計論だったりその衣装的なものにつなげていけるかということを研究しようと思っています。で一応そのバックグラウンドというか、今までどのような活動をしてきたかということを少しお話しすると、この前の建築情報学会ラジオの方にも、出演されていた高木修太先生のところで、ずっとアルバイトを多分3年ぐらいしています。でそこの高木先生の授業であったりアルバイトで、そのライノセラスだったりグラスホッパーっていうものの面白さに気づいて、そういうものをもうちょっと伸ばしたいなと思って、ちょうど2019年の9月から2020年の8月、これはコロナで少し帰ってきてしまったんですけれども、その ATH の方にそういうものを学びに留学したという感じです。池本さん、お願いできますか。はい、池本翔子です。名古屋工業大学大学院1年生で、専門分野は普段は近代建築史研究をしています。であとは、ND3M っていう、後でライトニングトークで近藤くんがすごい詳しく喋ってくださると思うんですけど、デジタルデザインに特化した研究政策を行うチーム
に所属しながら、学外でいろいろ活動しています。よろしくお願いします。はい。そしたらこの2人で進めていこうと思うんですけれども、そもそもきっかけというか、なぜこの勉強会が立ち上がったかという、話を少しすると、その建築情報学会ってこう立ち上げがあったときに、その例えば発起人の方たちであったり、多分その大学の教授であったり企業で働いている方って、ある意味その僕たちからすると大人の人たちがこう開いているようなものに見えたっていうのが最初の始まりです。でそれに対してその建築情報学っていうものに漠然とこの興味のある人が、そのどのようにこう関わっていけるかっていうことを考え始めたのがきっかけです。でその時に、ちょうどこの建築情報学へっていう書籍がどうやら発売されるらしいってことが分かって、それならこの勉強会を立ち上げれば、このようにその右側の学生たちと左側の大人たちっていうのをつなぐ、言ってしまえばその学生たちの方から大人たちの方へ、その切り込んでいけるような、そういう、コミュニティが作れるんじゃないかと、思い立ったのが最初の始まりです。でこれが確か、11月の、25って書いてありますけれども、こんな感じで、池本さんに、本当にそれまであまり話したこともなかったんですけど、こんな感じでツイッターの DM で、直接送ったのが、始まりです。でこれが25日だったんですけど、結構急いでいた理由があって、その建築情報学会の、立ち上げキックオフに間に合わせるために、特貫でコミュニティを作って、5日後にはこんな風にツイッターだったりスラックを立ち上げたという感じで、コミュニティを立ち上げました。でその参加者について少しお話しすると、このようにその、スラックの参加に伴って、いくつか質問を設けたんですけれども、どういうことに興味がありますかっていう質問をして、その文章に、運営メンバーの一人が、テキストマイニングをかけてくれたんですけど、その結果がこういった形になっています。でいろいろ見てみると、こんな感じで、ある意味その建築情報学ってこうすごい広い分野をこう含んでいると思っていて、それがこうよく現れたというか、すごく、細かい分野に興味のある人もいれば漠然とっていう人もいるということが分かっています。でどのような勉強会にしたいのかっていうことに関しては、その勉強会はあくまで手段であって、最終的な目標としては、その興味を持つ学生のコミュニティを作ることっていうのを大事にしようかなと思っています。でそのような理由から、関わり方をその運営したい人であったり、プレゼンまでしたいっていう人、もしくはその聴講参加したいっていう人であったり、このスラックにとりあえず参加したいよっていう人だったり、いくつかその、なんというか、関わり方のレベルを作ったりしています。で、そのスラックのチャンネルはこんな感じになっていて、いろいろこう投げるチャンネルもあるんですけど、一番個人的に、いろいろ面白いのはこの自己紹介っていう、チャンネルで、その入った人に向けて自己紹介をしてくださいっていうふうにお願いしてるんですけれども、今までこうツイッターとかでこうポツポツ興味のありそうな人を見つけることはあっても、これが誰かわからないみたいなことがあったと思うんですが、このようにそのスラックを作ることによって、その誰がどういうことに興味を持つっていうことが一目で分かるっていうのは、例えば、興味の持つ人同士で、その勉強会をしたりっていうことにこれからつなげていければなと思っております。で勉強会の進め方としては、基本的に第2章を今扱っているんですけれども、そのパートが3つありますが、そのパートごとに、2回設けています。で1回目は、本の内容をフォローアップする形で、本を読んでいないような人にもこう概要を伝えたり、本を読んだけど分からなかった、例えば学部の1年生だったりっていう人に向けて、そのヘルプするっていう目的を持っています。で2回目に関しては、その本の内容をある程度フォローアップした1回目と比べて、プラスアルファのものを作るというか、その建築情報学へっていうその本の続編というか、そこに付録を作っていくようなイメージで、勉強会を進めています。で少しだけ、内容をご紹介すると、まずその第2章パート2のメイク、杉田先生のパートでは、その第1回目でまず、基本的にその第1回目の、勉強会で、大事にしているのはこのダイアグラムを作るっていうことで、というのもその本がどうしてもその文章が型になってしまうので、それをきちんと理解して、
分かりやすく伝えるためにそれを図表化するっていうことを、そのスライド作りの時に、推奨しています。で例えば、いくつか、引用しますが、この第6項では、その今までの型っていうものがこういうふうに入力管理出力の流れに変わりましたよっていうものであったり、その入力の、第7項のところでは、このようにその流れを関数的に捉えることによって、いろいろ変わっていきますよっていうことを、表したり、もしくは、これは管理のところですけども、このようにいかにそのレイヤーでモデルを管理していくかっていうのを、分かりやすく、モデルから、ストワックで、それが、針だったり柱だったりっていうふうに、このレイヤー構造になっているというのをダイアグラム化してみたり、もしくは、このようにその、本の中で出てきたコマンドの、スクショを、使ってみたり、これは最後にその作るという、項ですけれども、今までとどう違うかっていうのを、こういうなんていうかちょっと可愛い感じの、その文章で、伝えやすくしたりっていうことをしていきました。これは、各担当者が作ったスライドです。で、それをもとに、第2回目では、このようにもうちょっとプラスアルファのものをやろうとしていて、簡単に話すと、その本の中に出てきた単語を、抜き出して、この右側のように、単語帳みたいなものを、単語カードみたいなものを作ります。これは、オンラインのホワイトボード、ミロというサービスを使ってやっています。で、その単語カードごとに、どういう分野に関係するかっていうのを、このように、ノードとパスのようにこうつないでいって、本の中では、どうしてもその本って多分最初から最後までストーリーを作っていくっていうのがメインだと思うんですけども、この建築情報学のその知識体系は多分もうちょっとネットワークというか、終わりも始まりもないようなこういうネットワークになっていると思うので、それを本ではない形で表現するときに、どういったものが考えられるかっていうのを、いろいろ検討した結果、このようにそのミロっていう、ホワイトボードを、使うという結論に至って、今はそれをやっています。で、そのどのような分野に関係するかっていうところでは、例えばその産業っていうものに注目してみたり、もしくはそのもう少し、学問的などういう学問と関係するかみたいなところに注目したりっていうことを、やってみたりしています。じゃあここから、切り替えますね。はい。じゃあ、ここから池本がプレゼンします。パート3のコネクト1から耐えっていうところで、つい最近、本当に1週間くらい前から勉強会が始まったところです。でここは石澤さんが石澤さんによって書かれた章なんですけど、〇〇的拡張というタイトルをもとに展開されていく項と、石澤さんの経験がエッセイのように綴られていて、その中にキーワードが散りばめられた章なのではないのかなというふうに私は感じました。建築設計の実務における、建築情報学の在り方について理解を深めていこうと思っています。で、これはまだ先週始まったばっかりなので、本当にこんな感じでやってますよっていう紹介なんですけど、まず第1回目はまだ読んでない人にも内容が伝わるように一つ一つ読解しようっていうことを進めました。で、こういったまず著者の背景、石澤さんが、空港の新築プロジェクトの担当になった時に感じたことだとか、実際にそのエピソードをもとに、この書を書いた石澤さんがどういう思いとかどういう経験があって書いたのかっていうところをちょっと読み解いたりとか、あとそういった背景から、著者がどういったことを訴えたいのかっていうことを、考えました。で、これはその
5個あるうちの1つなんですけど、まあなんかこのリモートワークのあり方だったりとか、情報を適切に取り扱う環境の構築だったりとか、まああとはその建築が使用されている期間が長い、すごく長い中で、その期間中にどのように保持、活用できる情報を作って運用していくのかなどが挙げられました。で、まあこういったこととかを、まあなんかその問題意識を見出すだけじゃなくって、なんか著者の意図をこう、ダイアグラムというか図解みたいな感じで、まとめている人もいました。で、そういったことを進めつつ、またキーワードの読解も進めていきました。まあこんな感じで、ここはちょっと紹介していきます。こういう感じで、なんか一個一個キーワードを、抽出していって、まあみんなでなんかこう、定義っていうか、この言葉はこういいんだよね、みたいな確認を一つ一つしています。で、また、そのキーワードだけじゃなくて、ここからは、年表などを使用して、流れの確認をしていきました。で、この第12項のところで、特に BIM の話をしていたので、石田さんがすごくその BIM の、なんていうか、導入されていく背景みたいな、歴史みたいな流れの部分をこう一個一個、綴っていたので、まあ、それに対して、まあ、なんか他のその建築を取り巻く、まあ、CAD 紙だったりとか、まあ、いろいろ、そういう歴史もちょっとずつ調べながら進めているところです。で、また、年表だけじゃなくて、具体的な事例集めもこう進めていて、まあ、要はその著者が、述べているエピソードや経験に関連する具体的な事例を調べながら、まあ、より実務だったりとか、もう実用化されている中で、どういったところの点、なんていうか、まあそういったところを、見出して、みんなで情報共有しています。まあこういう感じで、ここもちょっと紹介ベースでやっています。で、まあなんかこういったこう第1回から出てきた疑問や視点として、まあなんかその章のタイトルがコネクトなのに、こうは〇〇的拡張っていう感じで進めているのは、まあどういった意図があるのかっていう話だったりとか、まああと事務所とか企業やプロジェクトのスケール感と BIM の活用度について、ロボットを介入できる建築情報システムはそもそも何を想定しているのか、あとは、まあ、図面を統合することは可能なのかなど、結構この実務的なことに関する疑問がたくさん出てきて、で、まあ、学生同士でこうディスカッションをしていたところですが、まあ、その2時間ぐらい、みんなでディスカッションしていて、まあ、結局、その出てきたことっていうのは、実務何もわからん、教えて、石澤さんっていう流れになりまして、ここからちょっとした発表なんですけど、3月18日木曜日の19時から21時にゲストとして石澤さんを実際にお招きして、学生勉強会をですね、こうオープンディスカッションという形で、行っていくっていう形にしていこうと思っています。で、これは、実務経験豊富な石澤さんをお招きして、もう、こう、バシバシ、こう、いろいろ質問をしていくので、それに答えていただき、まあ、なんかその、なんていうか、この本に書かれていることのエピソード以外のいろんなエピソードをもとに、こう、なんていうか、結局、この項で石澤さんは何を言いたかったのかっていうところを、こう、みんなで、掘り深く、掘っていきたいと思っています。で、こちらは、いろんな人が参加できるような形にしたいと思っているので、皆さんぜひ参加してください。で、また、パート2、パート3が終わった後は、最後はパート1の建築情報誌のことを進めていくんですけど、まあ、これはまだその勉強会が始まってないので、まあ、ちょっとずつ個人ベースで進めているところなんですけれども、まあ、なんかそのテーマごとに、項ごとに読み解いたものを発表したり、時系列や年表というものを用いて、深めていきたいなっていうふうに思っています。こんな感じで、南さんから何か補足とかありますか？はい、多分大丈夫そうですか？最後に期待したいことみたいな。あ、そうですね。じゃあ最後に、建築情報学会に期待したいことということで、じゃあどうしましょう。南さんお願いします。最初に。じゃあ、先に、これはまあ、期待していることというか、まあ、お願いしたいことというか、僕が勝手に妄想していることでもあるんですけれども、
多分今回のその石澤さんのイベントであったり、多分その学生が今までなんていうか、その先生の、その授業とか授業だったり、そのアルバイトであったりって何かしらのこう入り口を持って多分この学問にこう興味を持つと思うんですけれども、多分大事なのはその後なんじゃないかなっていうのは、これはその留学の時の経験もあるんですけど、例えばその授業だったりワークショップで何かしらの導入をした後に、こういうことを先ほどちょっと話ありましたが、こういうことを思いついちゃいましたっていうことに対して、やはりその何かしらの援助をいただきたいというか、例えばそのなんていうか1年間で、いくら、援助するのでこういうプログラムを応募してくださいっていうことであったり、その金銭的なところや、もしくはそのこういうことを知りたいんですけど誰か知ってる人いませんかっていう、そういう、なんていうか疑問だったりメンター的なところで、その学生の、ある意味わがままを、聞いていただけるような、機会を何かしら設けていただけるとすごいいいなとは思います。池本さん、何かありますか？私からはですね、これは、豊田さんとかがよくツイッターでたまに言ってらっしゃることなんですけど、いろんな、その全国のどんな大学にも、構造系の研究室だったりとか、建築の歴史の研究室があるように、こう建築情報学の研究室が、どの大学にもこう、当たり前のようにあるような、そういうこう環境ができてほしいなというふうに思っていて、でそれは、なんていうか、こう、今結構、東京の方だったりとかの大学に、やっぱりこう建築情報学の研究室がこう結構集中しているような印象をなんとなくこう私は思っていて、でもやっぱりこう今学生で学外で活動していると、名古屋でも研究室は少ないけど、でももっと建築情報学に関する論文を書きたいっていう子がいたりとか、あとはNDCM とか私の個人の DM にもっともっとこう地方の学生の方が本当に勉強したいんですけど、すごい孤独で、周りにやってる人もいなくて、環境もなくてどうしたらいいんですかみたいな、メリーさんどうしたらいいんですかみたいな DM が突然来たりとかするので、なんていうか、学びたいって思った人が、やっぱりこう、すぐにこう学べるような環境が、こう出てくるようなくらい、こう建築情報学会がもっとこう浸透して、建築情報学がもっとこう浸透していったらいいなっていうふうに思ってます。っていうのが期待していることです。っていう感じで、あと何かあります？はい、すみません、一つだけ、多分その、今の、池本さんの話で、多分なんていうか、その一つの組織の中でこう全員いろんな人がいるっていうのはもちろん例えばスイスだったらアメリカだったりっていうところだったらあると思うんですけど、なんとなくその日本の学生いろんな地方に散らばっているっていうのはあるとは思いますが、ある意味そういうもの今オンラインの流れもありますし、その日本全体で一つの組織というか、その大学というか、そういう組織としてできるような、環境が作られていくといいなと個人的には思っています。そうですね。大学とか研究室とかにとらわれて、こういろんな人が交わるような感じで、バチャーっとした感じでこう進められたらいいなって思うし、今の勉強会も結構こういろんな大学とかいろんな専門の人が集まってると思うので、結構楽しいので、そういうのがもうちょっと継続して続けられたらいいなっていうふうに思ってます。はい、最後ただの雑談みたいになってしまいましたけれども、これでプレゼンを終わらせていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ぜひまだ池本さんとかもそのままで、今ですね、ツイッターとかもそうなんですけど、YouTube のコメントとかでもイベント参加したいとか、学生の勉強会の方参加したいというふうなコメントをいっぱいいただいてるんですけれども、参加の方法とかどこに問い合わせたらいいのとかっていうのって何か情報はありますか？どちらから？ツイッターの方は今、公式のアカウントはシェアしたんですけれども。はい、こちら今見えてますか？はい、見えてます。ツイッターの。こちらの、建築情報学勉強会というアカウントがありまして、こちらの、ちょっと後でピン打っときますけど、そのピンのツイートから、その勉強会のスラックへの参加
方法は、書いてあるので、そちらを参照していただければと思います。で、今、池本さんから、紹介があった、石澤さんのイベントに関してはまだツイートしてないので、そちらも、ツイートベースで進めていこうと思いますので、そちらの、ツイートを見ていただければと思います。まだツイートしていないです。というのも、このイベントで、発表したかったので。ありがとうございます。はい。今、ツイッターの方でこれからのご案内っていうのがあるっていうふうにお伺いしたと思うんですけど、学生の南さんたちが作ってらっしゃる勉強会は学生のみ。で、今回のイベントは、そうですね。どなたでも参加かな。通常の勉強会は、そのスラックから、リンクを、Zoom のリンクを踏むという形にしているんですけれども、はい。次回のその石澤さんのイベントに関しては、そのツイートからレジスターする形で、どなたでも学生じゃない方でも、参加できるという形にしようと思っています。はい、ありがとうございます。はい、それでは、皆さんですね、ツイッターの方をぜひ要チェックというふうな形で見ていただければなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。すごかったですね、竹内さん。いや、すごいですね。さすが、やはり熱量とパワーを感じますね。いや、ミロのリンクとかもそうですけど、他の方も用語集みたいなものを結構ツイッターの方でも拝見したりとかしていてですね、結構すごくいろんな方が他のサービスを使ってやっていたりだとか、東大の方とかもね、5人今、東大同期5人と週2で勉強を開いて、ミロのマンダラを作ってますっていう方もいらっしゃってですね。素晴らしいです。素晴らしいです。著者の方も結構見ていただいてすごい反応していただいているので、こういった取り組みとかもね、ぜひ学会の方でも何かやっぱサポートもそうですし、発展的に何かできるようなプラットフォーム作りができればなっていうふうに思ってますね。はい。もうツイッターのコメントがなんかすごいパワフルとか、全国、これ豊田さんですね。全国のどの大学にも建築情報学系研究室がある世界はよとか、かなりパワフルなコメントがたくさんあるので、皆さんツイッターの方もですね、ぜひ見ていただいて、YouTube のコメントもですね、ガンガン話してもらえればと思います。はい。それでですね、今は、ようやくメインセッションの方3個終了しましてですね、一応、10分間ぐらいの休憩、でもあまりそうですね、ちょっと押してしまったところがあるので、なかなかあまり時間的にはないんですが、ちょっと休憩を取りながら、皆さんに先ほど投稿いただいた自己紹介とかを拾っていけたらなと思うところです。はい。はい。そうですね。はい。すごいですね。結構コメントいただいている方はそうですね、XR 系とかですね、フォトグラメトリとかの方とかがですね、結構多かったりはするのかな。あとは建築はそんなにわからないけど、ちょっと面白そうだったからっていう風な方もご視聴いただいていてですね、現在、170人ぐらいが YouTube の方でご視聴いただいてます。イエーイ。ちゃんと休憩っていうアナウンスをとこのことなので、どうしましょうかね。5分ぐらいちょっと出した方がいいですかね。LT じゃあ25分ぐらいからにしますか。そんなにいらない？はい。いや、20時25分からですね。そうですね。はい。に、LT をスタートしたいなと思いますので、ちょっとしばし休憩をしたいなと思います。その間、ちょっと MC 軍団でご歓談。竹仙さんも召喚できるんですかね、今ここだと。そうですね。はい。いらっしゃいましたね。じゃあ、皆さんお疲れ様でした。はい。メインセッションありがとうございました。ありがとうございました。いえ、そうですね。はい。いや、他の皆さんももしよろしければ、休憩されても結構ですし、休憩から戻ってこられたら参加していただければなんですけど。そうですね。今まで登壇してくださった方々も含め、ぜひご参加いただけると嬉しいです。あと、すみません。なんか、先ほどの、南さんと池本さんのを聞いてて、嬉しくなっちゃってですね、なんか、すごいなと思って、乾杯させていただいていいですか？どうぞどうぞ。もし、
そうです YouTube 配信ご覧の皆さんもぜひリラックスしながら、未そうですね成年は飲んじゃダメですよ。はい。どうしよう、私カリラックスルピスしかしながら、そうですね。結構こういう LT というか、ミートアップのイベントとかですね、お酒飲んだりとか、あとピザ食べたりとかですね、結あ構りますね。たくさんみんなで交流しながらっていうのもあるので、そうです画ね。面の、向こうの皆さんもぜひ、はい。今、休憩時間に冷蔵庫に入ってるビールとかそうでね、ですすね。お手元の。はい。持っじゃあてもらえてっていう。そうですね。じゃあ、じゃあ竹新さん。乾杯の温度、じゃあいいですか、僭越ながら。はいぜひぜひじゃあ、第1回、建築情報学会ミートアップ、前半、メインセッションどうもありがとうございました。後半のライトニングトークを皆さん楽しみにしてます。じゃあ、乾杯。やっぱはいぼやける。LT なのに。なんか僕さあさ最初はい LT って言ってる時 LT って何のことか全然わかんなかったです。ああ、みたいですねなかなか建築だとなかなか一。番最初のなんかその LT やろうみたいな話をしている時の LT ってなんだろうなってなんか聞くに聞けなくて知ったかぶりして話聞いてました。なんでしょうね。ぺちゃくちゃっうんていうとなんかわかるみたいですね、建築の界隈のああそうですね方々はそうですね。でもぺちゃくちゃの方がもっとフォーマットしっかりしてるみたいですね。なんか知ってますよ20秒20枚。 20秒でもはい本当動画ですからね。そうですね。パッパパッパめくられていっちゃうんで。今度、僕も別なイベントでやることになって、初めてぺちゃくちゃをやることになったんで、おどうやってーやろうかなってちょっと考えてるんですけど。で、そう、中西先生がLT やろうって結構強く支持していただいて、なんかすごくLT 好きの僕としては、なんか、やっていいんだみたいな感じになりましたね。やっぱ、めちゃくちゃってどうしても建築の中でしか通用しないので、LT っていうと、情報系の人に逆に分かりやすいと思うんですけど、そうですね。そうですまね。あ、めちゃくちゃだよって言ってあげれば分かるし、LT だよって言ってあげればそうですね分かるん。で。でもやっぱいや LT って言っておくと、XR 系とかロボット系の人も、馴染みやすいと思うんで。そうですね。はい今回、そう、LT に相談される方が、ことごとく、XR アーキコミュニティの方々だったっていう。そういう話なんか、蓋開けてみたらみんな知ってるとかってなって、やっぱり慣れてる方が多いんですかねそうでし。ょうね。カルチャー的に。そうなんですなので、次回 LT スラッシュぺちゃくちゃって名付けておくと、なるほど。両方から来るかもしれなるほどですね。なるほど。確かにタイトルに入れるのいいですね。両方アプローチできる方がいいかもしれない。そう物理系の学会でもライトニングトークの文化はないらしいので分からなかったとかっていうコメントもいただいてますね。ねうんうん。学会、そうですね。ライトニングトーク。エレベーターピッチとはまた違うんですよね、ライトニングトーク。でもなんかスタートアップ界隈の文化なんですか、これ。一番初め多分そうだと思いますね。そうなんですかね。はい。なんか、マネーの虎じゃないですけど、俺が実現したい世界はこうだぜって5分間でやるみたいな、そういう感じですよね、きっと。そうだっていうことが後で分かりましでも全然今回初回ということもあってその学会がどういう風な雰囲気でとかこういう風にちょっと本当にカジュアルにやってみたとか作ってみたでもいいですし、どういったことを建築情報学会で取り扱うのかみたいなところが少しでも垣間見れたらいいのかなとは思ってて、今回のやつが必ずしも全部をカバーしてるわけでもないですし、もうそれぞれみんなの思う建築情報学とは何かみたいなところを共有できたら一番いいんじゃないのかなとは個人的になんか怖いさっきから怖い事務局がとかすごい言われてるんですが、前に出る。いや竹先さんのツイートも拝見してますよ。いや、なんかサッカーで攻撃的ミッドフィルダーとかって言うじゃないですか。そういうイメージで書いただけなんです。いや全然怖くないのでぜひぜひお気軽に皆さん
コメントなりなんなりしていっていただければなと思います。はい。なんか、LT も、学生の方とかに出てもらいたくて、学生枠作ったんですけど、まあ、今回は1枠出てきて、すごく期待してるのが、南さん、池本さんが参加されてる、メインセッションで出てる中で、どうしても俺が言いたいって多分思ったんで、学生、同じ勉強会の方なんですかね。参加されてる方かもしれなくて。そうです、そうです。ですよね。で、いや、なんか、ああいう動きすごくいいなと思って。今一緒に映っていただいてる方、はじめまして。そう、なんか、溢れ出る思いを感じたんですごく嬉しかったです。なんなら、テキストマイニングやったのって、そうなんですね。あれも面白かったです。パート3の石澤さんの章の、勉強会リーダーです、彼が。そうなんですね。で、なんか声かけてもらえなくて、この野郎と思って LT 申し込んだんですね、きっと。いや、まあ、なんでライトニングトークで喋りたいだけ喋るらしいので。気をつけてください。攻撃的事務局から切られるので。いや、ちゃんと5分間。強制終了は本当に5分以上伸びた時のみに。むしろそうなってほしい。そうこうしてるうちに休憩時間終了です。はい。どうもありがとうございました。黙ります。それでは早速、ライトニングトークの方に移りますかね。はい。そうですね。じゃあ、ライトニングトーク移らせていただきます。今、休憩中の中にですね、ありました、LT とか、何でしたっけ、ぺちゃくちゃですね。とか、結構知らない方もいらっしゃると思うので、簡単に説明をさせていただきます。ライトニングトークっていうのが、稲妻のような短時間で実施するプレゼンテーション。本当にピカッと光ってすぐ消えちゃうみたいな、それぐらいのスピード感であるプレゼンテーションですね。で、内容としては、建築情報学に対して自分で実践したりだとか、こういうことしてるよとか、失敗したよとかっていうことですね。で、5分っていう時間制限の中なので、今、視聴いただいたメインセッションの3つよりもすごく短い、1スライド、本当に5スライドから10スライドぐらいの中で思いを伝えるというような、プレゼンテーションになりますので、ぜひ、瞬きする間もない、プレゼンテーションが今から、7つですね。ハードルを上げているのでは大丈夫ですか？はい。繰り広げられるので、ぜひ楽しみにしていてください。はい。ということで、じゃあ早速ですね。本日 LT 登壇される方が、これアイコンなんですけど、8名で7セッションあります。で、左上から順番にやっていきますので、登壇者の方々ですね、ぜひ準備をお願いします。じゃあまず、レオさんですね。お願いできますでしょうか。いけますかね。はい。では、スタートします。はい、よろしくお願いします。レオと申します。ホロラボ所属しています。XRT メンバーでもありますね。天群とフォトグラメトリーが好物でして、下にあるようなものいろいろ作って遊んでみてたりします。で今回は、都の上信委員会館の WebAR ですね。これを以前作ったんですが、どのようにして作ったのかっていうのをご紹介したいと思います。資料は後ほど公開します。でどのような、WebAR ってどういうのにっていうのは、触ってみてもらうのが分かりやすいと思うんですが、右上の QR から WebAR のサイトが起動できますので、ぜひお試しください。特徴としては、専用のアプリは不要なので、体験してもらうためのハードルがすごい低いというところですね。URL を出すだけで AR を体験いただけます。仕組みはかなりシンプルでして、iOS、Android それぞれ専用のファイルを作って、HTML の前に埋め込むことで実現できます。でまず iOS 編なんですけれども、ファイルの作り方ですね。いくつか方法あるんですけれども、順をして説明してみます。1つ目、リアリティコンバーターという、これ Mac のアプリなんですけれども、これが一番簡単な方法ですね。用意したファイルをドラッグ&ドロップするだけで、完成します。ただまだベータ版っていうところで、ファイルを、アプリをですね、ダウンロードするには Apple へのお布施が必要になります。で開発者ライセンスがない場合はどうするのかというと、コマンドで変換することもできます。
。結構シンプルなコマンドでありますね。で、PBR テクスチャーも対応してまして、下のように記述することで変換が可能です。ただ、デメリットは、これ手で記入していかないといけないので、手間がかかるところですね。で、3つ目の方法は DCC ツールを使う方法なんですけど、先ほどの方法はどちらも Mac が必要だったんですけれども、こちらだったら Windows でも変換できますね。ただ、まだ結構不安定なところがあって、ブレンダーにしても、シネマ 4D の方にしても、それぞれ一応 USDG 書き出せるんですけども、テクスチャが反映されなかったりとか、変換がエラーでうまくできないということもあるので、まだ今後に期待かなというところはあります。で、4つ目はスケッチファブにアップしてからダウンロードという方法なんですが、実はアップロードすると USDG ファイルは自動的に作られます。ダウンロードボタンを押すと、ここからですね、USDG ファイルが落とせちゃいます。ただ、なかなか期待した結果にならなかったりとか、ライセンスによってアップロード数に制限があるところが注意点ですね。はい、それぞれ一長一短ではあるんですけれども、ちなみにターミナルを使った変換方法について詳しくはブログの方にも記載していますので、こちら興味ある方、見てみてください。で、作ったファイルをどのように埋め込むかというと、これはかなりシンプルで1行で、埋め込むことができます。おなじみのリンクの、形式ですね。記述して、で、ここに AR を指定する必要があります。で、サムネイルの用の画像を指定するだけで、実現できますね。で、ウェブサイト持ってない人の場合は、ブログがタグに対応している部分のブログであれば、埋め込むことも可能です。で、Android 編ですね。こちらをまずファイルが作る必要があるんですけれども、DCC ツールはですね、最近は大体GLB の書き出しにも対応しているので、これを使うのが一番安定しているかなと思います。ブレンダーもシネマ 4D もそれぞれ、特にプラグイン入れることなく書き出すことができます。で、埋め込みの方法は、こちらも結構、先ほど同様シンプルなんですけれども、こちらの Google のモデルビューアーというのを使っているので、まずそちらをスクリプトで読み込む必要がありますね。で、記述、表示したいところに、下のモデルビューアータグを記入することで、AR を表示できるようになります。はい、公式マニュアルはこちらにありますので、結構豊富にオプションが表示されているので、表示の挙動を制御したいときはこちら参考にしていってください。で、おまけ。もっと簡単に AR を共有したいというところで、実は USDG ファイルなんですけど、そのまま AR 表示もできます。埋め込みさえ不要ですね。いわば AR ファイルです。そのまま USDG を添付して渡したりとか、ドロップボックスに入れて、この URL を渡すだけで AR を表示してもらうということもできちゃいます。で、おまけに、Vim も AR で共有したい場合。最後宣伝になるんですけど、Mixspace というサービスを使うと、Revit や AFC もドラッグアンドドロップで変換できちゃいます。このようなインターフェースになってますね。でしかも今回紹介した GLB と USDG ファイルもこの変換後ダウンロードすることができます。なので、WebAR 化して共有するなんてこともできますね。ちなみにリモートレンダリング対応版も先日リリースしまして、1億ポリゴン級のモデルを表示するなんてことも可能になっています。ぜひご興味ある方はお試しください。すみません、最後、宣伝になりましたが、私の方からの発表は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございましはい、ありがとうございます。た。では、続きまして、ヒロさんの方でよろしくお願いいたします。これで共有されてますでしょうか。はい、見えております。では、LT 始めたいと思います。趣味としての構造設計支援ツール、ホーリーホックスの開発について発表します。まず自己紹介ですが、今はスタートアップでエンジニアをやっているヒロンと言います。で、皆さん、ホーリーホックスご存知ですか？多分知らないと思うんですけど、このソフトはですね、設計業務を少し変えて、ちょっとだけ楽しくすることを目標に開発している趣味で作っているグラスホッパーのコンポーネントになっています。で、簡単に言うと、ホーリーフォックスっていうのは、建築構造向けのビームデータ ST ブリッジをグラスホッパーで扱えるアードインになっています。で、
で、こう関係図を示すとこんな形になってまして、構造設計でよく使われる一貫構造計算ソフトと、BIM をつなぐフォーマットとして ST ブリッジっていうのが存在するんですけども、そこからですね、ホーリーフォックスを返すことによって、ライノと自由にやり取りできるっていうソフトになっていて、その中でも、ライノの中で構造解析ができるカランバーと ST ブリッジが直接やり取りできるような仕様になっています。でそもそも ST ブリッジってどんなのかっていう、イメージとしてはこちらの図のようになってまして、IFC の建築構造特化版だと思っていただければと思います。で、BIM データっていうことで、すぐ浮かぶ疑問として、Revit とかの BIM 専用ソフトを使えばいいんじゃないかっていうのがあると思うんですけど、ターゲットとしている構造設計者っていうのは、全員 BIM が使えるわけじゃないので、そんな人のための BIM 未満ツールっていうのを目指してます。で、公式サイトはこんな形で用意してます。で開発のモチベーションとしては、まず1つ目は、一貫計算ソフトってソフト内で 3D モデル作ってるんですけど、計算ベースなんであんまいいパースができないんで、パースぐらい作りたい。で、あとやっぱグラスホッパーって言ったら、やっぱパナラメトリックな感じでいい感じになんか断面求めて、それを一貫計算とかで、最終的な提出にまとめたいみたいな、なんとか欲望みたいのがあります。で、こんなことも簡単にできます。そう、ホーリーフォックスならね。ということで、こちらの画像のようにですね、グラスホッパーを使ったことがある方はわかると思うんですが、ここに入力したい ST ブリッジのパスを入れていただくと、こんな形ですぐパースができたりだとか、この3コンポーネントでですね、カランバの解析モデルが作られて、こんな感じで、応力図まですぐ可視化したりすることができます。でもっと別のモチベーションとしては、建築構造の設計現場に VTuber を持ち込みたいと。おじさんにやっぱ設計レビューしてもらうのはあんま楽しくないっていうのがやっぱありますよね。で、これもなんとホーリーフォックスなら簡単にできます。ただし、共通のソフトを使って、バックで使っている Unity 製のものを使っていて、なんとこれがですね、VR アバターフォーマット VRM と STVH に対応した世界で唯一のソフトになってます。過去私調べです。で、こんなムービーのようにですね、VR モードとデスクトップモードがあって、おじさんにですね、可愛いアバターになってもらって、中ではおじさんは真面目に背筋のチェックをしてもらうと。だけど、周りにいる人たちは可愛いキャラがレビューしてもらうのを楽しく見ることができるみたいな、そんなツールの開発を目指しています。で、もう一個、新たなモチベーションとしては、構造図を BIM を使わずに作図したい。やっぱ作図って大変なんで、簡単な図面が作れるツールあったらいいよねっていう。で、これも簡単にホーリーフォックスができるようにしたいんですけど、これはまだ作ってなくて、ですけども、今日私の後に発表される鈴木さんがですね、ユーザーとしているんですけれども、こうやってレビューをブログに書いていただいてですね、そのレビューの中でこんなことしたいみたいな、要望を挙げてもらっていたので、それをソフトに取り込むようなことをやろうと思っていて、こんな形でユーザーの皆様に支えていただいています。で、最後のモチベーションとしては、建築系プログラマー、エンジニアと言ってもいいんですけれども、入り口を増やしたいと。これは情報学会にも期待していることでして、開発の履歴みたいなこういう感じでブログで書いてまして、振り返ってみたら2015年からプログラミングを始めてみたりとか、VTuber 好きになって Unity 始めたりとかして、一昨年やっとホーリーフォックスリリースしたりとか、先ほどの VR ゲームを作ったりとかしてて、こういう軌跡がなんか誰かのためになるかなとか、ホーリーフォックスそのものはGitHub で全部公開してるんで、結構、コード量が多いんで誰でも分かるわけじゃないんですけど、分かる人には分かる勉強資料を増やしているっていう形になってます。でこんな形でですね、ホーリーフォックスをきっかけに設計業務を少し変えたりですとか、少し楽しくなるなんかきっかけになったら嬉しいです。そんな形で私の、LT は終わりです。ありがとうございました。ありがとうございます。では続きまして、鈴木さん、よろしくお願いいたします。はい。そしたら共有いたします。こちらを。はい、それでは発表させていただきます。まさか前のヒロさんのスライドに自分が出てくるとは思わなかったんですが、タイトルで発表していきますが、本業は構造設計やってて、もろもろの建物の骨組みを考えたりする仕事をしている
ですが、まあコロナ禍でいろいろあったんで、ちょっと昨年いろいろ導入したり、使用したりとか、そういうのを去年、ヒロンさんのアドカレでまとめたものがあったんで、それを今回、かいつまんで発表しようかなと思ってます。これが元ですかね。で、まあ、モチベーションとしては、構造設計なんで、空間の骨組みの検討時間を増やしたいっていうことと、まあ、解析レマとか、そういう作図の手間を極力減らしたいっていうのがもう根本的にあって、かつ、なんかよくわかんないけど、とりあえず楽しそうだからやってみたいっていうのが、単純な興味っていうのが一番でかいかもしれないです。で、どういうことをやってるかと言いますと、本業に関連して言えば、ライノセラスグロスホッパーを利用して、もう 3D モデリングから直接図面を取り出して、それを、ものとして出したりですとか、あとこれは必要に迫られて、グラスホッパーの方で簡単に解析とかモデリングとかできればいいなと思ってまして、で、適当な外形線を作ると勝手にシェルの加工ができるよみたいなのをちょこちょこ作って、で、それが直接もう構造解析にまで回ったりとかいうのをちょこちょこ自作したりしてました。あと、これも一緒ですけど、クレーンっていう折り紙のコンポーネントと、あと、イールっていう構造解析のコンポーネントを使って、加工のシミュレーションから解析まで一気ことをやってます。で、そのモデルをもう直接取り出して、3D プリンターで印刷して、実際に手に取りながら、検討とかをしてます。これはなんか適当にやったお遊びのやつなんで、ないんですけど、こんなことやってます。で、昨今、画面付きライダーが発売されたのと、に合わせまして、今設計してた建物をもうそのまま丸ごとスキャンして現場管理に活かせないかなっていうのを試行錯誤してたりしました。これは4層の住宅ですかね。で、趣味に絡みまして、さっきリュウさんの発表でも出てたんですけど、フォトグラメトリーをお遊び程度にやってます。これ2つ、浅草と日暮里ですかね。日々の風景を記録したりしてます。で、もう一つは、まあ今日、くしくも3月11日で、まあ自分、宮城県石巻市出身で、そういうのもいろいろあったんですけど、まあそういう身近な風景を記録していきたいなっていう欲望がありまして、それとなんかフォトグラメトリっていう技術がだいぶ合致しまして、こういう活動もやってたりします。で、これからやってみようと思う人がいっぱいいると思うんですけど、これ、基本的に自分が、昨年のコロナ禍からなんで1年、ちょうど1年くらいですかね。なんで、1年あれば結構いろんな感じでできるということがわかるかと思います。で、全部はいきなり無理なんで、部分的にやっていただければ、ちょこちょこレベルアップしていくかなと思います。で、初めの一歩をどうにか踏み出せば、あと、ツイッターとかに上げれば助けてくれる人がいるかなと思います。で、独学に際しまして、とてもとてもお世話になった方々にありがとうの気持ちを込めまして、これで私の発表を終わらせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ここでですね、皆さんいかがでしたでしょうか。一旦ブレイクを挟みます。かなりタンタンタンといったので、置いてかれた方だったりとかもいらっしゃると思うんですが、一度ここで小休止を取りたいと思います。ぜひ先ほどの登壇されたりょうさんたちも、りょうさんはちょっと難しいかな。すいません、ヒロンさんも。ヒロンさんがアバターでの登壇って気づいた方も多分おられるかと思うんですが、かわいい。ありがとうございます。
これもしかすると、はい建築情報学会で初のバーチャル登壇じゃないですか。そうですね。実は本来生誕祭とかもなんか含めバーチャル登壇をしようと言っている野望を掲げている人はたくさんいるんですが、ヒノンさんが初ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。こちら側に来ることをお待ちしています。ぜひ行きたいです。結構やっぱそうですね、VR とか XR 系の方が多かったりもしますし、ね、今の、フォトグラメトリとかもそうですけど、ね、界隈としてはすごい近いですし、今熱い部分、とても熱い部分だと思います。あれでしょうか。ちょっと待ってくださいね。次の休憩明けは何分にしましょうっていうコメントが来てますね。そうですね。何分がいいですかね。48分ぐらいからにしましょうか。はい。8分。あと中途半端3分。 50分にします。 50分。はい。50分にしましょう。それではですね、次回の次の後半部分のライトニングトークは、50分から20時50分から開始したいと思います。はい。それまでぜひ、そうですね。なんか気になった技術とか、ここすごかったなみたいなのって、というか皆さんもうお知り合い結構登壇されてる方同士も次に発表される方はこういう感じでっていう風な感じでお知り合いな雰囲気がすごいしてたんですが。そうですよね。確かに、ヒロンさんと自分はズブズブですよね。ズブズブ。お互いのスライドもお互い出てくるっていう。そう、まさか出てくるとは思わなかったです。りょうさんはコメントでならっていう形で、コメントでなら参加が可能だそうです。YouTube の方でコメントしてくださってますね。はい、そうですね。今回登壇されている方が先ほども言っていた XR アーキっていう、メンバーがすごく多いので、はい、そうどうしようかな。そこの説明多分した方がいいですよね。ちょっとしていただけますか？誰がした方がいいんだろう。難しいな。私。なんか難しいですね。無茶ぶりをしてしまってますよ。XR アーキではなんかこういうなんか LT やったりみたいなイベントってやってらっしゃるんですかね。昔は年一とかでやってましたね。その組織内報告会みたいな感じでやってた。報告会。画面を共有しますと、こんな、サイトがあるんですが、VRAA という、バーチャルかける、フィジカルなコミュニケーションみたいなコンテストとかを、VR チャットの中で行っていて、そこに審査員の方で、前回はですね、多分豊田さんとか、スコミュリさんとか、藤井さんとかが出られたりとか、バーチャルの中の建築を考えるみたいな、コンテストを結構やられていたりだとか、あとは、コミュニティの中でですね、先ほども出たフォトグラメトリーだとか、あと天群、あとライノグラスホッパー系とか、あと BIM の質問とかですね、いろんなユーザーの方が入り混ざりながら、カジュアルに質問して、成果報告をしてるみたいな、コミュニティが、何年前ですっけな、2年前ぐらいですかね。町内会として。町内会っていうふうなコメントをいただいてます。そうですね。それ近いですね。謎の町内会。それすごい近いですね。じゃ結構緩やかなコミュニティで、その質問があったりとかもそうですけど、成果発表も含め、開催されている感じなんですか？いや、特にイベントっていうよりかはもう本当にディスコードの中で、みんなでわちゃわちゃやり合って、これどうみたいな感じの世界ですね。この後多分登壇される方は皆さん XR アーキメンバーなので、補足あれば、時間ないと思うんですけど、私が言うのもおかしいんで。なんか構図的には XR アーキの皆さんと今の建築情報学会の構成員みたいなのが結構かぶってて、はい、ここぞというところで XR アーキの皆さんが参加したって感じなんですね、きっと登壇者として。なるほど、今回の初回に。なんか嬉しいですよ。なんか別な町内会の皆さんがこぞって
登壇してくれるみたいなのって、なんか異常事態で面鳥み白いな。たいな感じ。そうですね。なんか年前ぐ面らいに白いなっていう。は居場所のなかった人たちに新しい場所になったんで。そうですね。いや、面白いなと思って。はい。いや、でもそういうコミュニティ同士とかがまた融合していくとか広がっていくみたいなのがあるとすごいまた面白いなとは思いますね。私も若干そのモーションキャプチャーとかやってたので、そのアバター系とかもそうですけど、なんかね、すごい VR での、VR とか、MR、AR とかでのそのデジタルツインもそうですけど、そういう分との建築っていう風なところもすごい興味があるところなので、ぜひぜひ皆さんにも暗躍じゃなく表に出てですね、はい、わちゃわちゃとかき回していただけたら嬉しいなと思いますね。暗黒集団とか。豊田さんが体スキャンされて勝手に動画アップされてた暗黒集団というふうにそうですね。言っておりますね。じゃあ、そのちょっと謎な町内会のことが、素性が若干分かったところで、そろそろ50分になりましたので、後半戦に行きたいと思います。はい。竹内さん、お願いします。はい。ではですね、モズさんの方で、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。声入ってますかね？大丈夫ですかね？大丈夫です。大丈夫ですか？はい、よろしくお願いします。はい。モズと申します。建築ビジュアライズを軸に 3DCG、XR 等の制作を行っております。よろしくお願いします。本日はですね、制作途中のサボアテ・ニテロイ現代美術館、クレハの家の制作でのこだわりをお話しいたします。これ僕の脳内です。はい。なぜ制作しているのか。参照できる資料が限られた状態でどこまで再現ができるのか。簡単にいけない建築物を体験したい。シンプルに CG の総合的な勉強、自分自身の挑戦というところで制作をしています。それぞれの制作手法を見ていきます。はい、まずサボアテです。最低限の図面情報と写真類でどこまで再現できるのかということを主題にしています。参考にした資料はですね、大まかな寸法が記載されている丸善出版の、建築の仕組みという書籍と、あと SNS や写真共有サイトにアップされている写真です。ほぼほぼフリッカーから使っています。で、この建築の仕組みという本にはですね、特に間仕切りの壁の位置ですとかは記載されていません。ですので、写真から参考に制作をします。はい。具体的な手順です。サボアテはね、区形の部材がすごく多いので楽です。もう振動寸法っていうのは本に書いてますから、そこからそこの間にタイルが何個入ってるかっていうのを数えて、そうすると部材一つ一つの寸法が分かりますので、次こっち側のデスクのスケールが分かってきますね。パズルみたいなものです。で、縦群をですね、下のように FL 値っていうのが資料が参照できますから、この場合は壁面のタイル数を規格が出ます。で、タイル数の規格が出ると縦群の高さが分かるっていうふうに、パズル感覚でどんどん作っていくっていう感じです。はい。サボアテはそんなところです。で、ニテロイはそのサボアテのアップグレードバージョンですね。区形がものすごく少ない。で、写真情報もサボアテの20分の1ぐらいしかないです。参照資料はサボアテと同様に概要寸法だけが分かる図面と写真類を使っています。で、カフェがあるんですけど、そういうカフェのところとか、鳥箱とか、カフェでのパーティーを公開しているウェブサイトとかを参照しています。で、資料室があるんですが、資料室は当該箇所での会議のレポートの写真とかから復元を試みています。はい、他にもですね、壁やスロープ位置なんていうのは、フロアの案内図をトレースして微調整をしています。いろんな図面を重ね合わせてますね。で、エントランスの、ちょっとこれはいいわ。で、高さ方法なんですけれども、参照写真に写っている人の背丈との比較調整を繰り返して、それっぽくなるぐらいまでやっています。大体これで誤差40ミリぐらいまでいってるらしいです。知人が図面を持ってます。はい。で、特徴的な窓っていうのは、参照画像と画角を合わせて、CG を重ね合わせて何度も調整をしていってまして、この特徴的な窓、結局 5度ピッチで配置されていることが分かりました。はい、そんな感じです。はい、次、クレハのいいです。これだけちょっと経路が違います。超詳細な図面情報だけで、竣工当初の素材感を再現できるのかっていうことを目的としてやってます。で、こちらはですね、住宅設計編白井誠一クレハの家っていう書籍があって、そこにほぼほぼ図面がもうそのまま立つんじゃないかっていうぐらい記載をされています。
で、逆にここは仕上げが、要するに仕上げ表だけを使って、竣工当初の状態にできないかということを試みています。で、とにかく建築の収まりがものすごく難しいです。なので、モデル数も多いので、モデリングすら終わってないです。はい。状況としては、母屋は終了、初屋が制作中で、門屋は全く作ってないですね。はい。で、気づきです。で、参照資料制限をかけた既存建築の再現というのは、建築に携わる人が何をもって、どんなふうに問題解決をして、どのような効率化をして、などを考える推理予測、要するに単なるトレースではなくですね、トラッキング、追体験ということが必要だなという意識を持ちました。で、非常にですね、実際の復元業務ですとか、ビジュアライゼーション、エンジニアリングの仕事の本質的なところにすごく役立っているなと、あと自主制作の過程になっているなというのを感じています。ここからはですね、自分の仕事なんですけれども、こういう手法を使って再現したのが、藤井工事の八木邸官室で、後藤慶太郎の清家っていうものをお仕事で復元させていただきました。で、2つとも実物が現像しない状態から情報をかき集めて復元をしました。はい。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では、続きまして、デチデチさん、お願いいたします。はい、どうも、デチデチです。聞こえますか？聞こえます。はい、聞こえております？はい、大丈夫です。どうも、さて、まず自己紹介から始めさせていただきます。建設 VR 界隈の町内会こと、エクスラーキ、こちらに所属させていただいております。現在、北海道は十勝地方、こちらで橋梁補修の、図面を描くようなお仕事を行っております。で、これまでの取り組みに関しましては、もう QR コードをご覧ください。現場事務所にディスコード引いたり、言ってみればファイル共有系を整備したりと、リモートワーク系を整備してみたいと、そういったことをやっております。で、組織内の作業支援系 VTuber が今の私にしっくりとくる肩書きとなります。ゲーム実況をする代わりにCAD の図面をディスコに流して、で、そして現場の人に指示を行ったりするような仕事をやっております。はい。そして本日の発表内容なんですけれども、よいしょ。バーチャル学会の2020、こちらで発表いたしました建設現場リモートワーク系の実運用結果に基づくフォローアップとなります。3ヶ月間、実際にリモートワークして分かった課題、問題点、こちらを抽出して、それらを解消するために構築したソリューションのご紹介、そして将来発展系としてセンサーネットワーク向けのインフラとすることも考えております。で、そこら辺なんですけども、大層なことを言っておりますけれども、要は VPN をちょっと組んでみました、運用してみましたのお話となります。見えてきた課題なんですけども、3ヶ月間実際にリモートワークやってみました、現場事務所内で。本当、十勝コロナひどかったんですよ。今もまたひどくなってますけれども。そして見えてきた課題というものはファイル共有となります。ファイル共有を行う、場合なんですけども、私たちのお仕事、大体1000枚単位の画像を扱う、施工管理のお仕事をやっております。そのワークフロー上、クラウド共有というものはちょっとレスポンスが悪いし、サーバーも重たいしで、なかなか使い物にならないなと。そして何より、ユーザーサイドもクラウド共有はちょっと苦手、不慣れとなっております。ですので、もうこのまんまではもう絶対事故るなと。事故を避けるために、じゃあどうすればいいの？クラウドサービスを利用してファイル共有。これを極力避ける仕組み、そして全員が使い慣れている UI、これを使って、リモートから、ファイルにアクセスするような仕組みを作りました。で、利用するにあたり、特別な操作は絶対に求めない。で、あとは手がかからないということをもう大前提としております。はい。なんとかするために VPN 組んじゃいました。大体思いついて2週間ぐらいでサービスインを行いました。はい。構成なんですけれども、はい。拠点間を VPN ルーター。RTX810 とかですね、いわゆる専用のルーターを利用して、接続する拠点系、こちらを、それと、携帯電話からアクセスすることが、iPhone ですね、皆様のお手元にもございます、電話付きライダーからもアクセスすることができるような形の、モバイル系、この2系統を用意しております。で、拠点系を
いわゆる絶対に落としてはいけない、機関系の、機関の、情報共有ラインと位置づけました。で、そして、フレッツ網の利用が困難な、一時的に使う工事基地、あるいは現場からデータにアクセスしようかなという時向けに、モバイル系として、ソフトイーサを使った VPN を作りました。ソフトイーサであれば、例えば L2TP を使うことによって、容易に携帯電話からアクセスすることが可能ですので、もう非常に楽ちんなんです。で、本当の狙いなんですけども、ネットワークからもソリューション、これも迅速に投入するためのインフラなんです。アプリ層だけで暗号化を行った場合、バグによって漏洩するリスクはもう不可避となります。より低いレイヤー、例えばネットワーク層、こちらで、暗号化を行う。で、実運用を始めての課題は、電波入んねえです。以上。最後、これ組んだ本当の理由は、吹雪の中に事務所行きたくないからです。そして本年の目標は、足場の上から天群データが飛んでくる。そういう世界を私は作ろうと考えております。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ続きまして、中畑さん、田中さんの方、よろしくお願いいたします。大丈夫ですね。はい。あれ、言ってます？はい、大丈夫です。はい。じゃあ、早速させていただきます。はい。ですね。今回の発表、私、中畑と、あと、田中聖子さんという方と一緒なんですけど、今日は私一人でちょっと発表させていただきます。はい。スマートライトの中畑と申します。私はですね、照明制御が本業で、つい最近だと、千葉大学医学部附属病院の新中央診療棟の、間接照明をカラーで、させていただいたような、こういうような仕事をやっております。で、今日お話しする内容なんですけど、ソサイティ 5.0 って、内閣府が出している言葉がありまして、で、それは、仮想空間と現実空間を高度に融合させて、いろんな問題を解決しようというようなことがソサイティ 5.0 と言われてるんですけど、今日ちょっと発表するのは、その仮想空間として、マイクロソフトさんが出しているホロレンズ2と、あと現実空間として、KNEX っていう設備制御のプロトコルを使って、それを融合させるようなことを皆さんにお見せしたいと思います。で、KNEX 多分皆さん知らない人多いと思うんですけど、センサーとか照明とかを制御するための、オープンなプロトコルのことです。で、これ、まずはですね、実際にちょっと動画を皆さんにお見せします。で、まずこれなんですけど、マグネットスイッチっていう、よくありますよね。窓とかについてる。で、それをくっつけると、はい、離すと、ファルスっていう信号になって、で、これをくっつけるとトゥルーになるっていう、よくドアとか窓とかについているセンサーの情報をホロレンズに送るっていうものです。で、こちらはですね、このボタン、拡張現実上のボタンを押すと照明がついたり、押すと消えるっていうようなことをやってます。で、これ、ですね、これ、はいはい。で、何かっていうと、マグネットスイッチの情報を、その KNEX っていうプロトコルを通して、拡張空間に送ると、ホロレンズの方で表示させるっていうことをやってるんですけど、もう一つは、これが、ホロレンズの画面ですね。空間にそのデジタルのボタンが表示されて、それを実際にタッチすると、現実空間の照明が点灯するっていうようなことをやってます。で、あとはですね、センサーの情報を、このスイッチのセンサーに温度計と湿度計が入ってるんですけど、それをホロレンズ側に送ったりしてます。で、もう一つの方が、こちらですね、RGB のボタンがあって、このボタンを押すと、照明が赤で点灯すると。これ、DALI っていうその照明制御のプロトコルを使ってるんですけど、このイエローのボタンを押すと、テープライトが黄色に光ると。
はい、で、青を押すと青に光るというようなことをやってます。はい、で、これ、どんなシステムになっているかっていうと、ホロレンズ2と、あとラズパイにノードレッドっていう、ソフトが動いてて、それをKNX っていうプロトコルのその IP ルーターを使ってつなげてます。なので、接続はIP 接続でつながってるんですけど、こっちのセンサーとか、ランプとか、あれですね、スイッチとかはKNX っていうプロトコルで動いているものです。で、通信方法なんですけど、ホロレンズとそのラズパイで動いているノードレッドというものは MQTT という通信プロトコルを使って、そこからノードレッドと KNX は TCP っていう通信プロトコルを使っています。で、今回さんは、あれですね、ユニティを使って、その KNX っていうで設定、ノードレッドのもので、お互いで、じゃあノードレッドの、ここの1番で僕がデータを送るから、じゃああなたはこういうふうにつなげてくださいっていうような感じでやってます。で、今回ちょっと一番伝えたいことは、やっぱり建築と IT をつなげるときに、やっぱりスイッチとかセンサーとか照明とか空調とか、そういう設備と IT をつなげると、よりいろいろできるんじゃないかと。で、今日ちょっと軽く紹介した KNX というのは、カタログ品としていろんなそのスイッチとかセンサーとか、あとは照明のアクチュエーターとか、他のインターフェースがあって、それが全部そのオープンな規格なんですね。なので、カタログ品としていろいろ揃えることができるんです。なので、そのホロレンズとこのいろんな設備をつなげるのも、KNX というものを使ってやっています。はい、ということで、ちょっとはい、ちょっと音声がバタバタ、ブツブツ切れてしまったのと、ちょっと、はい、LT の5分間が終了してしまいました。了解です。はいはい。すみません。はい。はい、どうも失礼しました。はい、すいません。ありがとうございます。スライドの方は、コンパスの方に上がるかと思いますので、はい。はい、どうもすみません。すいません、失礼します。では続きまして、近藤さん、よろしくお願いいたします。NDCM です。はい、プレゼンさせていただきます。はい。はい。デジタルネイティブ世代のものづくりへの挑戦と題して、NDSM 所属名古屋大学 MH の近藤秀隆ことコンソメがプレゼンさせていただきます。まず、NDSM というのは建築という分野の融合を軸としたデジタルデザインに特化したチームです。約1年半の中で、このように10を超えるプロジェクトを、学生が主体で行ってきました。今日はその中からいくつかのプロジェクトについて説明させていただきます。まず最初に説明するのは、地獄組取り付けプロジェクトというプロジェクトです。これは愛知県芸の学生の卒業制作である地獄組を用いた作品を再利用し、オフィスの天井の衣装として活用する取り組みです。このプロジェクトは、ビルドの MRF アンバサダーの一環として行いました。で、このプロジェクトは、最初はこの複雑な地獄組という木組みを取り付けるためのデザインを、VR 上で検討しました。ちょっと出てこないので飛ばします。次に、既存のブレースや照明を回避するように、モデリング上で調整して部材の形を決定しました。で、これらの部材は一つ一つ違う形をしていて、MRF のサービスを使って、CNC を使って切り出してそれを取り付けています。このような過程を経ることで、既存のブレースや、照明に全く当たることなく、正確かつ安全に取り付けることができました。で、このようにして、ダイナミックな天井衣装を実現することができました。次に、紹介するプロジェクトが、オープンリサーチ CNC というプロジェクトです。このプロジェクトは、MRF 学生アンバサダーとして CNC を用いた制作をする上で、既存の事例を300ほど集めて、それをリサーチし、類型化して、
SNS で集ったメンバーとともに、論考を作成しました。一つのうちの一つの論考がまず、CNC にまつわる歴史を一つ一つの CAD 紙などとともに絡めた、技術変遷をまとめたこの論考になります。でもう一つの論考が、CNC の作品をスケール全体の形状、パーツの形状ごとに分類して分析した、この論考になります。これらの論考はこのような形で論文の形式でまとめています。でこの他にも、ファブカフェ名古屋とのコラボ企画やエキシビション、センシングを用いた、家具の分析、家具の制作や、ノイズを提案するダイアグラムの研究、3D プリントのジョイントを使ったワークショップなど、1年にわたって、いろんなプロジェクトを行ってきました。そして、これからは現在取り組んでいるプロジェクトについて紹介させていただきます。まずは、屋上空間を楽しくする企画、アウズ・アルサンスという、イベントで設置されるパビリオンの制作についてです。で、これはクライアントの要望である桜をモチーフとした桜をモチーフとすることをテーマにして、このような、チューブとして折りたため、さらに部分的に、このように桜のように見える、ユニットを、幾何的なユニットを組み合わせて、チューブを作っています。で、これは、接着剤などを使わずに、こういった複雑な形のパビリオンを制作しています。布に 3D プリントをすることで、接着剤とかを用いずに、またテンションとかも活かしながら、パビリオンを制作しているところです。で部分的に桜に見えるような、クライアントからの要望の桜に見えるような、パビリオンを今制作しています。これは3月末から4月頭ぐらいに実際に設置される予定です。で最後に有馬テリアルプロジェクトについてです。これは名古屋の伝統工芸品有松絞りのくくりの形を、形状を 3D スキャンしてデジタルアーカイブ化しつつ木材やアクリルに転写することで新しい素材として生まれ変わらせる取り組みです。こういうふうに木材にですね、これがくくりの布なんですけど、こういう布の形状を、転写して新しいマテリアル作れたらいいなみたいなことを考えてます。動画が重い。考えましたね。あ、切った。なんかこういう感じのマテリアルを今制作中です。っていう感じでちょうど5分なんですけど、最後になんか一言ずつメンバーから喋りたいことなどあれば語る感じで。名古屋でいうと活動してるんですけど、名古屋でメンバーもまだなかなか少ないのでメンバーを募集してます。よろしくお願いします。さっきのマテリアルは、セブンストーリーズっていう名古屋駅付近の民泊のホテルで実際に使われる予定なので、実際に見て触ることができるように、家具に使っていただけるように今頑張って作っているので、ぜひ多くの人に見てほしいです。終わりです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということで、LT、皆さんありがとうございました。ご登壇ありがとうございます。はい。7つ、全部、終了いたしました。ということで、ワップアップということで、軽い振り返りですね。そうですね。をしていこうかなと。5分程度ですね。はい。できたらいいかなと思いますので、LT 登壇された方々は皆さん、カメラつけていただいて、はい、自由に発言していただければと思います。いや、皆さん初回ご登壇いただきありがとうございます。猛者たちがもうすでに集まっている感じっていう風なコメントもいただいているので、もうなんか入会私本当にしていいのかなみたいなこともちょっと言ってらっしゃる方もいるので、もうぜひぜひ経験者とかそういったところも問わず、いろんな方に参加していただければなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい。どうでしたか？なんか気になるところとか
なんかコメントがですね、さっきの一番最後の実際に凹凸があるのかどうかみたいなところって、ちょっと質問もいただいてたりするんですよね。南さん、違う、池本さんかな。はい。さっきの最後のマテリアルについてなんですけれど、実際に凹凸があれは作られている感じですか？あれは、レーザーで、3D スキャンしたモデルを、レーザーで加工用のデータに、グラスホッパーとか使って、そのモデルの深さに応じてレーザーで深さが変わるように、出力が変わるように作って、でレーザーで加工しています。で CNC との違いとしては、レーザーを用いることで木目とかが、もともとの木の木目とか節とかが出てくるので、それと模様がうまく組み合わさる感じがあるのがすごい面白いかなというふうに思ってます。ありがとうございます。あとですね、もうなんか皆さんが本当に足場歩いてると天群が出てくるっていうのがすごいヒットしたっていう風なところもあるので、そこら辺ちょっとなんか最後の方どうなんだろうな。見れるかな。よいしょ。でも天群データいいですよね。何かちょっと、はい、発表の皆さんのテンションの違いだとか、デチデチさんのちょっと漫談形式というか、結構ですね、皆さんいろんな雰囲気が多分、こういう LT だとですね、かなり新鮮味があるので、びっくりされた方も多いかなと思います。私はすごく好きなんですけど、裏でめちゃめちゃニヤニヤしてましたね。ありがとうございます。なんか皆さん今日はこの後そのまま懇親会もご参加いただけるのでしょうか。登壇される皆様は大丈夫ですか？大丈夫です。そうですね。今建築情報学会の方ではディスコードを運用しておりまして、以前はスラックを運用していたんですが、ちょっと諸事情がいろいろありまして、ディスコードに移動しております。で、そちらの方で懇親会をする予定なので、ぜひそこでですね、登壇された方もご視聴されている方もですね、ご参加いただけるようになっているので、突っ込んだ質問とかですね、こういうこと面白いと思うんだけどみたいな会話とかをですね、していただければなと思います。これ今、このナップアップの後は、次回予告と懇親会のご案内とかもする形になるかと思うので、はい。じゃあ、そちらに移りますか。そうですね。ぜひ皆様もそのまんまご登壇、引き続きビデオオンのままお進みください。はい。で、今日ですね、皆さん、いいですか？どうぞどうぞ。皆さん、ご視聴ありがとうございました。ですね、このミートアップですね、1回で終わるものではなくて、引き続き、結構短い1ヶ月に1回ぐらいのペースでですね、実現していければいいかなと思っております。で、次回ですね、もう日程も実は決めていまして、2021年4月9日金曜日の今日と同じ時間、19時からですね、予定しています。でその後、ディスコードでの懇親会もあったりだとかしますので、こちらもぜひ、ご参加いただければと思います。予定空けといていただければという感じですね。またこれもあれですか、LT みたいなところを募集する感じですかね。今回と同じような感じで、登壇自分もしたいよっていう方々もいい感じですかね。そうですね、ぜひ、はい、なので募集できればいいかなと思います。はい。なので、ぜひ、Twitter の方もそうですし、Discord の方でもご連絡するかと思いますので、ぜひ、もう4月9日だと多分、入会本格稼働してる、開始されてる時期だと思いますので、学会から入会登録をしていただけたら、お知らせが届くかと思います。ぜひ、ネタを仕込んでいただいてですね、登壇していただければなと思います。はい。特にですね、この LT ですね、すごい敷居が高いと思われてるかもしれないんですが、特にそのこともなく、本当に自由に自分がやってることを素直に発表していただければいいので、なんかモンスターだと今日ありましたが、大丈夫なのでまず発信することが大事だと思うので、ぜひ気楽に構えておいてください。はい、全然、どなたでも OK です。はい。この後ですね、ディスコードにて、懇親会を
開きます。むしろこっちが本当のメインなのかみたいな感じなんですが、今日登壇された方だったりですね、YouTube 視聴されている方全員、参加可能です。で、この今表示されてる QR コードですね。はい。あと、なんかコメントかなんかで、ダイレクトの URL を多分打った方がいいのかな。下線参加お願いできますかね。YouTube のコメントの方はい、ですかね。YouTube のコメントに、書いてもらえればすごく助かります、了解です。書いておきます。お願いしでます。こちらに、この後移行して、なんだろうな、雑談をするというか、ああだこだという話をします。で、参加、うまくこの会がですね、終了した後に参加できないっていう方がいらっしゃいましたら、ハッシュタグで建築情報学会ってつける、もしくは事務局の、Twitter にですね、DM していただければ、我々の方で拾ってですね、サポートしますので、ぜひこっちも、ご活用ください。はい、URL とか、わからない方とか、ロストした方とかは、ご連絡いただければ、Discord の方にご案内はできるかと思います。もうすでにですね、案内した早々から、もう懇親会場が徐々にオープン入っている形になっていてですね、ちょっと音声での、ボイスが、出力、マイクが効かないっていう風な方とかもたまにいらっしゃったりはするので、そこら辺、ちょっと、使用方法とかをですね、ちょっと確認いただきながらご参加いただければなと思うんですけど、基本的にマイクのマークみたいなのがついてるところになるとですね、もうすでに音声 OK で入れますみたいな形になっているので、で、エントランスにまずご登録いただくと、ユーザー名でようこそ建築情報学会ディスコードへっていう風なご案内がいくかと思います。ニックネームの変更とかはですね、ちょっと今、現時点ですぐに対応することが難しいと思いますので、オープンチャンネルの、オープンボイスチャンネル懇親会会場の方に皆さんご参加いただけますと、懇親会場アフタートークができるかなと思います。それではですね、もう順次移動しちゃって大丈夫ですかね。ご視聴いただきありがとうございました。もうちょっと、しばしこのままQR コード等は表示しておこうかなと思います。そうですね、25分ぐらいまでですかね。はい。そうですね。はい。はい。で大丈夫でしょうかね。なんかディスコードに続々と来ていそうただいて。なんですよ。そうなんですよ。こっち側にもう移行しておかないと、そうですね。いきなりわちゃわちゃしてしまってどうなんだろうって感じになると思います。はい。はい。はい。それでは皆さんご視聴いただきありがとうございました。はい初回ミートアップボリューム1。はい。無事に終了ということで、良いでしょうかね。はい。次回もぜひ。はい。ご参加いただければと思います。じゃあ、ありがとうございました。終了